1月25日木曜日午後2時になりました。 TBS ラジオコネクト石山レンゲです。どうも木曜パートナーは土屋レオです。今日もよろしくお願いしますよ。風が強いね今日は。そうなんですよ。自転車バッタバタ倒したね。大変ですね。本当にこう風が強い日って、自転車乗ってる方が進まなくって、大変だったりしますよね。するけど追い風を受けた時の自分が補線になった感覚最高だよね。確かに。ちょっと姿勢正しくしてさ、そう風を生かすみたいな、なんかこう背中をよりこう広くなんか広げる感じありますよね。あるよ。ループに乗ってでもあるもんね。風を生かす。ループって風で動きますかあれ。まあでも抵抗があるから。なるほどなるほど。なんだ体重重い男性の方だと、上り坂結構歩く距離よりスピードより遅くなる時あります。それぐらいだから自分もそんなにパワフルな乗り物じゃないのでね、安全に乗っておりますよ。先週レオさんが知を磨く言葉、レオナルド・ダ・ヴィンチの本を貸してくださったじゃないですか。それは前の日の、飯塚さんとの水曜日に、レンゲさんが手袋をしてないで外出て、寒い、手袋をすると暖かい、発明だ、もうよくわからないことを言ってたんですよ。よくわからないことを言ってた、でもレオナルド・ダ・ヴィンチの時代には何も科学がない時に、絵画が唯一の科学だっていうことを思って、目の前に見えてる自然をどういうふうに、写真がないから、絵で描き起こすしかないから、どうしたらこれと通りに描けるんだろうかっていうことをするので、なんで遠くは小さいんだろう、みたいなようなことをちゃんと自分で言葉にしてたので、入り口まではレオナルド・ダ・ヴィンチだなと思ったんですよ。そうなんですよ。そこから先が完全に分かれてたのでこれはレオナルド・ダ・ヴィンチの当時のそういうダ・ヴィンチノートに書かれていた知を磨く言葉というのを日本語訳してくれた夏目大さんのこの著書を読むことで、フリートークが、先もう一段階、豊かになるんじゃないかなという勝手な老婆心で、すいませんですね。本当にありがとうございました。そんなに本を読まない僕が唯一、おすすめしたい、本なんでっていうのを貸したらもう帰ってきましたね。ちゃんと読みましたよ。そうですか。ありがとうございます。読んで、そうですね、なんかこう正直意味が分かりきったわけでは全くなく、分かる人なんかいないですよ。ちょっとこうやっぱり、数学だったり美術だったりいろんな分野にこの、股にかけて才能を発揮したダ・ヴィンチの言葉なので、例えばその65ページに光は暗闇を追い払う、光を見その美しさについて考えてみよ、一度目を閉じ再び見える光は最初のものとは違う、前に見た光はすでにそこにはない。なんかかっこいいなと思ってなんかそうとりあえずかっこいいなと思って、でそのこう読んでいって、でなんかこう素朴に感じたことをちゃんとこうメモして言葉にして残してあるじゃないですか、でもそれってエッセイの一番言いたいことをこう抜き出して、本にしたみたいな感じだから、その前後がどうだったんだろうっていうことはこちら読み手側がもう想像しなきゃいけなくて、どんな感じだったんだろうなってこうふわ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 ってこう考えていると、なんかダ・ヴィンチってこういうことをいろいろ見つけて、メモしとこうってで、自分の作品にも科学にも生かしたけど、相当変わった人だったんだろうなっていうのが思いましたね。変わった人と捉えた。なるほどなるほど。だから僕らは学んでから光を見るから、それは光ってるよねっていうなるけども、何にもそういうきっと知識や本がない時にこういうことを考えたっていうことがだったら我々も真似ができるなと思った。俺これを今の光は一度閉じてもう一回開けるとその光はすでにないっていうのを知ると、これで光が当たって反射するわけじゃない。ってことはもう目閉じてもう次の瞬間その光はもうそこにはないわけでしょ、っていうことを言いたいんだよね、きっとね。そこをそうするとだから一瞬一瞬を大切に生きていこうっていう捉え方にしてもいいし、これドラマーの方が同じようなこと言ってて、音って
一瞬でそこからなくなるんですよ、うんうんうん、スネアの音をパーンっていったらその音がスネアって太鼓のターンって音なんですね。あれが一瞬して360度にもう無数になくなったわけよ。飛んで一瞬でなくなるんですよ、波としてバッとこう震わせてそれが終わったら終わるってことですね。一瞬でなくなるものに俺は命をかけてんだっていう風ね意識をしてドラムを叩いてる。なんかそれが自分の技術向上につながったみたいなのがあって、だから今の光のところからレンゲさんが何を見つけて、私にとっての今のこの今日の、コネクト何回目のコネクトその今タブレットで何回かを探してますけど、台本には171回今回171回目って書いてありますね、ごめん俺の大丈夫ですマスクしてるからごめん、いや全然171回目のコネクトを、はい、最高の1回するために今日は、私2人でやっていこうってそういうことですよ。はいいやそうなんですよ。なんかこう書いてあることは分かるんですけど、なんかこうやっぱりなんだろうな、普遍的な言葉っていうのを、その余白の多いページでポンって見た時になんだろう、すごく読み手に委ねられる、読み手の経験に委ねられる部分が多すぎて、私はなんかこの文章の中からなんだろう、この光は暗闇を追い払う云々で、前に見た光はすでにそこにはないっていうのをだいたい私寝る前に過去人にしてしまったひどいこととか、なんかすごいよく考えるんですよ。あの時本当に私ってレオさんがよくおっしゃる前世みたいなことですけど、本当にあれは人としてなかったなみたいな、本当申し訳なかったな、申し訳ないって思いがあるんだよな。そうなんです。こうせやって寝るんですけど、でもなんかそこ前に見た光はすでにもうそこにない、じゃあその相手は相手でもう別のねこう人生を生きてるし、私も今の光を見ようみたいな気持ちになったんですよ。なったけど、でも本当にダヴィンチを読みとしてこれでいいんだろうかっていうのは、いや一つの捉え方としてはいいですよ、自分がそれでずっとくよくよするということをする、だったら一回忘れて新しい光として生きていくのはいいと思うんです。そうなんでも171回目のコネクト、最高の1回にするためには、その懺悔はここで発表しようよ。毎日考えてるだろ。毎日考えてますよ。だったらさ、週のうちのたかだか4日だよ半分ちょっとだからさ、1日1個懺悔したって変わんないよ。どの懺悔がいいんだろう。うわいっぱいあるからいいよ。もう本当に一番面白くないやつからでいいよ。一番面白くないやつから。そうですね。例えばあとすごい今大人が今警戒してるけど、大丈夫なやつだよ。大丈夫なやつ。放送上、先に紙でもらおうか。どういうテーマがいいか。でもちょっと思い出しますね。もうできるだろさすがに。そうだじゃあじゃあ今ちょっと紙に書いてます今。本当に喋っていいやつか。もうなぶり書きの字が下手くそすぎて全く読めないんだ。まあいいや。ちょっと待って、結構長文で書くな。いやいいんだよ、ジャンルで。大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあそれでいこうよ今日は。そうですね。じゃあ光をその光をそこでちゃんと逃げずに、ちゃんと光を当てて次の光に行こう。そうですね。私が交際していた人が以前いて、でもそれは玉結びリスナーの人で、私にこの TBS を教えてくれた人だ。 TBS ラジオをこう教えてくれた人だったんですけど、数年付き合って一緒に住んでいるような状態で、で相手と別れた後に、その家に荷物をほんと数ヶ月置きっぱなしだったんですよね。一緒に暮らしてた人、相手の家だった相手の家に、ほんと申し訳なかったなって
でどうしたのその後数ヶ月置きっぱなしして、置きっぱなしにして、たまに取りに来て、ちょこっと取りに来て、じゃあまた取りに来ますって言って、そこからこうしばらく置いて、また取りに行って、最終的にはこうまとめてガサッと持ってったんですけど、その少しずつ、荷物を引き取るっていうのを、半年ぐらいかな。これ面白いね。その心理は何ですか？普通別れたらさ、綺麗さっぱり別れたわけじゃん。だからどっちが別れたかちょっと一回今日は置いとこうか。ラジオで指さすのよと思うんですよ。そうなんです。YouTube があるからそうですね。だからレンゲさんから別れたわけね。そうです。だったらさ、もう顔も見たくなるじゃん。いや別に嫌いになったとかではなかったんですよ。そんなそうか決裂とかっていうのではなく、でももう散々迷惑もかけたし、ただもう付き合っているのはやめようと思って、で私が急にいなくなったような形だったので、ちょっとこうメールでこうやり取りとかしましたけど、でもその別れた後、その荷物が1回で取りに行くの普通じゃない？別れたら荷物が多かったんですよね。いやほぼ一緒に住んでたからってことだね。そうですはい。でも相手にも迷惑かかるわけじゃない。そうです。これは聞きたいですよ。じゃあもうすいません、これはもうおじさんとしてですね、やっぱりどっかで未練があったというところがちょっとずつというふうにした部分はありますか？荷物が自分の荷物が散らかっていたっていうこと。机の上に人んちのそうです長い机をこう作業机としてこう使っていて、で真ん中でこう相手のゾーン、私のゾーンみたいなのでこう分けるような形で、私ゾーンが本当にこう物が積み上がっているみたいな感じだったんですよね。なのでそれをまずこう少しずつザザザーっとこうなんか寄せて、いるものいらないものみたいなところとか、あと本棚から自分の本を持っていくとか。元からそれをもう段ボールに入れるとかみたいなのがしなかったね。やっぱりちょっと未練もあったのかね。どういうことですか？だって自分の家にさ、別れた女のものがさ、積み上がってて散らかってんのはさ、俺ならもうこれはお前のもんだ、早く持ってけってなると思うけどね。だからそういうことをしない優しい人だから私がつけ上がったんですね。つけ上がった。まあそうね、今普通にそうね、今作家の方からいろいろ今冷静なこと言われますけど、半年ちょっとずつ取りに行ったって言いますけど、一般的には捨ててくれと。いやそうなんですよ。そうなんですよね。もういいから私はごめんなさい。自分に持ちって言えばよかったのかな。でも捨ててもらうのもなんかなって、なんかなっていうのを半年かけてやらなきゃな、でもちょっと持ってくのも大変だな、でもまた日程調整しなきゃなとか、今日は行っても大丈夫ですかとか、いらっしゃらないうちに行きますねとか、なんかそういうのをこうやってましたね。やってたんだ。でそれを悔いてるでしょ。悔いてる。どうしたかったの？だからそうじゃいいじゃん。もうそれを次に生かせるからさ。そっか。次生かしようじゃないんだから次は。いやね、次がないといいなとは思いますけれど、そういう時レオさんはいやどうしたかったの？まずそれを聞きたい。私がどうしたかったの？悔いてるってことはそのやり方はまずったなと思ってるところや。もう一気にガッと荷造りして一気にゲッとこう行くのが一番良かったと思うんですけど、でもなんかそういうことは全然できなかったですね。なるほどね。本当にすいません。本当に申し訳ない。いいね。いやようやく言えたことで次に進めた気がする。進めましたかね。ダヴィンチはそれが言いたかったんだ。この本で。これダヴィンチの言葉響きますかね。捉え方です。捉え方です。そうか。
お送りした曲はエンドリケリでボツでした。今日のメニューです、3時からは土屋レオのもしもしパイセン、ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろお伺いするコーナーです。今募集しているパイセンはこちらです。今ボディが筋肉ムッキムキなパイセン、4年に一度しかない2月29日までのパイセン、ソフトクリームが綺麗に巻けるめちゃくちゃうまいパイセンという、なんとか仕事でやってた人がね、ソフトクリームね。そうですね、なんですが、今日に関してはもうボディが筋肉ムッキムキのパイセンに決めました。決めると電話が来るってことに一回学んだんです。そうですね。なのでもう今筋肉ムッキムキだよっていう、自分自身で私は筋肉ムキムキだなと思う方、別に写真を送れとかそういうことは全くないので、ぜひね、よろしければ。俺だって2日ぐらいやるとパンプアップして俺の中でムッキムキになる。私も腕立て伏せとかやったら、さっきよりはムッキムキになるので、そういうやつでいいです、鏡を見てムッキムキだなと思う瞬間を感じたことがありましたね。そう角度とかね、なんかムキムキになる方法をご存知のジムのトレーナーさんとか、かつてムキムキだった方でもいいんですもんね。そうですね。かつてムキムキいいね。かつてムキムキだった人でもそうね、そうしていいかもしれない。どんどん待っています。もう随時電話受け付けております。お願いします。4時からはゲストコーナーです。木曜日はコネクトゼミナール。今日の授業は小津安二郎学です。ゲスト講師は映画研究者の伊藤博則さん、映画監督の小津安二郎さんを専門に研究されている方です。小津映画がどこを評価されているのかなどを伺います。4時40分頃からは協会憲法プレゼンツ元気にコネクトです。今週も健康にまつわるお医者さんのお話、テーマはストレス解消リラックス方法です。5時からは日替わり企画コーナー、木曜日はクイズ企業努力です。ありがとうございます。企業努力が大好きな私土屋レオは今日はね、いろんなある企業のクイズを出すんですけど、今日はね大丈夫ですか？吸います。今日は吸います。わかりました。いろんな粉を吸いますよ。と大丈夫ですか？いや本当そういうやつなんで、お楽しみでございます。そしてコネクトではオープニングで話した内容からテーマを決めています。今日のメッセージテーマ、じゃあ今日いいよ。171回目のコネクト木曜日のテーマはこちら。あなたもダヴィンチしませんか？いや、この広い意味ですよね。ダヴィンチっていう、ダヴィンチするということ。だから逃げてきたというか置いてきた。まだこうなんていうんですかね、そういう自分の中でモヤモヤしたまんま放っておいて次の光に行ってしまった人。前の光もちゃんと考えていこうってことで。さっきさらっとこの X なんか心配になって見たんですよ。なんだ今日の話って言ってる人がいて、そうだよねって思いました。いやそうだよ。早く片付けに行きゃそう本当にね。随分といかんですよ。いや本当にもうスーパー懺悔ダヴィンチです。でも、人それぞれ1個ぐらいそういう完璧な人間なんていないよ。そうですね。完璧を求めすぎだよ。もうこういうエゴサーチとかも俺本当に毎回言ってんだけど、これは究極の99人の壁だから。なるほどね。なんでそんなのも知らないみたいに言ってくるでしょ。あんなもん知ってる人だけ言ってくんだから。ほとんど知らないんだよ。大丈夫。それ違う。それ違うの？ちょっとこうあり地獄みたいになんか喋れば喋るほどこうどんどん深みに落ちていきそうになるので。デカミちゃんが俺のさプリクラのシールをさ、そうだ Y2K 時代ってなんか俺のが実家にあったって嬉しいありがとうなんて言ってたけど、みんなが黒歴史って言ってハッシュタグコネクトで。どっちかというと世間的にあそこが一番白歴史だよ。一番華やかだったんだから、そこが。今じゃあレオさん黒歴史を作ってるってことですか？だからね、そこなんですよ言いたいことはね。ダヴィンチしませんか？なんか昔のね若気の至りみたいなやつを、なんか黒歴史みたいにしたがるでしょ。違うんですよ。ああいう尖った時代があるからこう今があるんですよ。もっと尖ってってこいよレンゲさんも。だから
じゃあそういうこと。この今回のテーマでいうダヴィンチっていうのは、黒歴史的なこと。そういうことです黒歴史で尖ってたというか、なんていうの、私ここならいけるんじゃないかっていうさ、知らないからこそのさ強みってあるじゃん。そうですね。で、そうよ、丸くなったねって言いますけど、尖らないと丸くなれませんから。確かに。じゃあね、尖ってた時の話とか、まあいろんな懺悔とか、ちょっとね黒歴史ってことか聞かせてください。これが狐のマークみたいでしたでしょ。はいはい、あれなんかね、とんがってない狐みたいな。そうそう、あれ世界が俺を全部変えられるっていう。何ですかそれ。どういうことですか。俺がビーってやると、会場全体がみんなビーって狐のマークやってたの。へえ。じゃあメールの宛先、紹介します。コネクト@tbs.co.jp コネクト@tbs.co.jp です。コネクトはアルファベットで CONNECT です。番組内でメッセージを紹介した方にはステッカーを差し上げます。 TBS ラジオ、そして長崎佐賀の NBC ラジオで放送中のコネクト、 YouTube でも生配信中です。午後5時半までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。コネクト。時刻は2時26分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの渡辺俊さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。36人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告45歳に対し、京都地裁は今日求刑通り死刑の判決を言い渡しました。京都地裁は最大の争点だった青葉被告の刑事責任能力を認めました。青葉被告は2019年7月、京都アニメーションの第一スタジオにガソリンをまいて放火し、36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせたとして殺人などの罪に問われました。これまでの裁判で弁護側は、被告には重い妄想性障害があったとして心神喪失や心神耗弱を理由に無罪や刑の減刑を求めていました。今日の裁判で京都地裁の増田裁判長は、青葉被告の妄想性障害を認める一方で、放火殺人を選んだことについては妄想の影響はほとんど認められないと判断し、心神喪失や心神耗弱の状態ではなかったと述べ、被告の刑事責任能力を認めました。一連の元徴用工裁判をめぐり、新たに3件日本企業に賠償するよう命じる判決が確定しました。韓国の最高裁は、
太平洋戦争末期に日本で強制労働をさせられたとする韓国人の元朝鮮女子勤労挺身隊員らが日本の機械メーカー藤越に対し損害賠償を求めた訴訟で藤越側の上告を棄却しました。さらに元徴用工や元挺身隊員らが賠償を求めた別の2件でも最高裁で原告の勝訴が確定しました。判決を受け林官房長官は、日韓請求権協定第2条に明らかに反するものであり極めて遺憾であり断じて受け入れられませんと述べ、韓国側に抗議したことを明らかにしました。また原告の勝訴が確定した場合の賠償金などについては、韓国の財団が支給する予定であると韓国政府がすでに表明しており、それを踏まえて対応されると考えているとも話しました。以上ニュースでした。渡辺俊さんでした。ここではとバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から櫻井園子さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。千葉県内は船橋我孫子線船橋の笠間町付近、故障車の影響で片側交互通行中です。上り鎌ヶ谷方面からの車が2キロ以上、反対の下りは1キロ。また国道6号下りは柏の旭町付近、前にあった事故の調べが行われていた影響が残って2キロ半。また守谷流山線は国道6号と交わる若芝交差点、前にあった事故の調べが行われています。規制がされていて下り2キロです。埼玉県内は春日部勝負線春日部市内巻付近、故障車のため片側交互通行中、両方向渋滞しています。また新大宮バイパスの下りは西区三橋5丁目北交差点付近、工事のため2キロです。警視庁から以上です。櫻井園子さん、ありがとうございました。次の交通情報は2時52分頃にお伝えします。この後は快適生活ラジオショッピングです。
コネクト。コネクト。メッセージのご紹介です、はいはい今日のメッセージテーマはあなたもダヴィンチしませんかハッシュタグコネクトで、はい過去聞いてきたラジオの歴史の中で一番よくわからないメッセージそうです確かにオープニング聞いてないとよくわからないからあれですけども、はいまあいろいろ自分の過去にあった若気の至りみたいなことをちゃんと自分で哲学して、うんそことちゃんと向き合っていこうっていうことです、いやー哲学ねうん、はい今日1個出ましたからはい今日はねそうですねの元彼のところのはい荷物を置きっぱなしにしてた、本当すいませんでしたはいはい、来週も楽しみです、ということはい、で皆さんからいただいております、はい、大阪市のラジオネームカレー星人さん40代女性の方です。うん私バイトを辞めた後返さなきゃいけない制服を一月ほどほったらかしにしていたことがあります、うん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 大した理由があるわけではなくクリーニングに出すのが面倒だっただけでついに催促の連絡が来てようやく返しました、はいはいはいレンゲさんの話で記憶の扉が開きました。今いい大人ですが物事を先延ばしにしがちなのは変わっていません。ドゥクシいやでもいいよこっから考えていけんね我々が、そうですねこの人だけの問題じゃなくて確かに、捉え方としては、うんそれだけそのアルバイトに愛があったってことですよ、そうですね手放したくなかったっていうそういうふうに捉えてさ、うん素敵な1ヶ月だったんですよ、はい、でもなんか大した理由があるわけではなく面倒だったっていううんのが書いてありますよね。それを愛していたと捉えることで、ええ次からもそういうまあね、うん、まあ早く返した方がいいねこれそうそうですね。俺辛かった NHK のさはい入館証っていうのがさ、レギュラーがあるとさ、ええもらえるのええ番組終わんじゃん返してくださいって言われるんだようわ俺あれ返すときつかった切ない。もうあんたは関係ないですようわ怖い怖いよ入館証もらってんのはい TBS、今うわー怖い、うん、レオさんも俺もらってないんだよ TBS そうなんですか。 TBS 毎回毎回よ、あらら。うん、前なのだから前だって駐車場来たらええ本人はどこにいますかって言われた本人乗ってないですよねって言われて、あ本人ですって言ったらかしこまりましたそうですよ、なかなかね。だからやだ俺も嫌なの入館証もらうのは結構嫌なのうわーでもな毎日申請するの大変だしな。うわーでも、うんそうですね。そういうでもそういうリスクも含めた頼みますよっていう入館証だと思って大切に今日喋っていきましょうよ、大事に大事にはい毎日毎日。ダヴィンチしてるね今日はダヴィンチじゃああもうなんかダヴィンチしてるとだんだんどんどん気持ちが後ろに行っちゃって前に行けない。いやいいんですけどこれ前に向くための、この一個一個のメールから学ぼうということなるほど。そういうことですちょろチョロ Q かこの後ろに引っ張れば引っ張るほど前にビュンと進む。そうよそっか過去のゼンマイを使ってどれだけ前に行けるからうわいいよ私はチョロ Q 木曜日は重いことを軽くしていきますからねそうですよしどんどん行こうよチョロ Q のようにはい、足利市のラジオネームくにやんちさんありがとうございます82歳の方です。はい私がダヴィンチするのは2年前妻にはハイキングに行ってくると言ったのですが、実は漫画喫茶でくつろいで寝ていたことですあれうちにいると居心地が悪いので嘘をついてしまいすみませんでした。素敵このお父さん79歳の時にってことですよね80いやだから2年前だから、あそうですね80歳ぐらいの時に、もうこれを悔やむ感じ素敵じゃない、そうですいね。つまでもそうなんだよ、でもクニヤンツさんも今そのチョロ Q 的に言うとプルバックこうグググっとこうね、2年前に戻ったから、まあじゃあ次はハイキングって言ってどこ行きますかね。いや次漫画喫茶行くっつってハイキング行くってことそういったら本当になるあ、なるほど自分の中で心のバランスを取れるわけですなるほどなるほど。そういう考え方もありだぞということダヴィンチですね。だ、はい、コネクト。
コネクト。TBS ラジオからお送りしているコネクト、木曜は石山レンゲと土屋レオさんでお送りしています。どうもレオナルド・ダ・ヴィンチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。ダ・ヴィンチさん、ここからはこんにちは〇〇ですから始まる声のお便りコーナーです、今日はどなたでしょうか。早速でしょうか失礼しましたなんかね、すごい変なところで間違うとこじゃないよ。そうなんですよ。そうなんだよ。今日は、どなたでしょうか。早速〇〇さん、こんにちは。こんにちは、栃木シティの野田貴弘です。すげえ。スタジオの石山レンゲさん、土屋レオさん、はじめまして。改めまして昨シーズンまで2シーズンキャプテンを務めておりました栃木シティの背番号8番野田貴弘です。石山さんというより、石山さんのお父様お母様、昨シーズンは熱い応援をいただきまして本当にありがとうございました。このファンサポーターの皆様の支えがあって JFL 昇格をつかみ取ることができました。おめでとうございます。 JFL に昇格した今シーズンはもちろん J3 昇格を目指し戦います。新シーズンの開幕は3月10日アウェイでレイラ櫛賀との対戦です。栃木シティのホーム開幕は翌週の3月16日に FC ティアモ枚方さんとの対戦を予定しております。最後になりますが、石山さん、JFL 全国リーグで戦う今シーズン、さらに見ていてワクワクする攻撃的なサッカーを披露いたしますので、ぜひご両親と一緒にシティフットボールステーションに応援に来てください。そして土屋さんは熱い FC 東京サポーターでいらっしゃると伺っておりますが、僕たち栃木シティの試合もぜひ来てください。以上、栃木シティの野田貴弘でした。すごいよ。わざわざ行ってきたってこと？すごいね。ありがとうございます。石山家がね。そうなんです。私の両親が、栃木シティのファンでして、でこのねクラブが持っているスタジアムにたびたび応援に行っているんですが、まさかキャプテンの野田貴弘選手から嬉しい。ありがとうございます。先に説明しますと、栃木シティというのは関東サッカーリーグ一部ってとこにいたんです、もう一回レンゲさん説明します。今 J1 ってのあるでしょ、J1、J2、J3 っていうところまでが一応 J リーグの会になってて、今打ち止めになってるんだけど、60チームでその下に JFL ってのがある、でそれのもう一個下のリーグにいて昇格したんだよ、今度 JFL、一応 J リーグではないアマチュアの最高峰のとこに行って、ここで上位に入ると J リーグ J3 に入れる資格があって、入れ替え戦とかそういうことで自動昇格とかで J3 に仲間になると、すごいそういうとこですよ。いやだから今めきめきと伸びていっている栃木シティ、今これメンバー見て分かんない、今年のメンバーなのか分かんないけど、工藤公平ってこれ JF にいた工藤公平だよね、きっとこれね。ミッドフィルダー8番阿部匠もいるよ。これ元 FC 東京だよこれ。本当これ？そうなんですか。そうだよね、結構だからいるのよ、プロ野球はやっぱりプロってのは12球団、一応そこの中であったもんだけど、いろんなところでサッカーってのはセカンドキャリアって言うと失礼かもしれないけど、いろんなカテゴリーでずっとやっていけるんですよ。そういう意味じゃ井の頭線の車両が富山で見れたりとか、いやそう丸の内線の車両がアルゼンチンで乗れたりするみたいなことですよ。なるほどなるほど。中古の車両が、中心からどんどんこのいろいろな場所に行ってくっていうこと、俺今サッカーがわからない人に鉄道で例えるって全部において自分の分野でしか今説明できなかったな。でも野田選手今シーズンも伺います。そうよ、打倒ホンダ FC で応援しております。
ここで募金のお知らせです。1月1日に発生した令和6年能登半島地震により各地に大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金ではこの災害で被災された方々を支援するためリスナーの皆様からの義援金を受け付けています。振込先は三井住友銀行赤坂支店普通口座 9830511 三井住友銀行赤坂支店普通口座 9830511 口座名は JNN、JRN 共同災害募金です。なお、お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に送られます。さらに詳しい情報は TBS ラジオのホームページをご覧ください。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。コネクトコネクト。ここで TBS ラジオ交通情報です。道路交通情報センターから中澤真希さん、お願いします。はい、首都高速道路は横浜北線の下りの馬場に大型トラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。三郷線の上りは貨幣を先頭に6キロ渋滞しています。三郷ジャンクションから小菅ジャンクションまでの所要時間は20分です。高速道路は東関東道の上りが湾岸市川インターで1キロ半の渋滞です。千葉県の県道船橋我孫子線は船橋市笠間町1丁目に大型トレーラーが故障して止まっているため片側の交互通行になっていて両方向とも1キロの渋滞です。埼玉県の新大宮バイパスの下りはさいたま市西区三橋5丁目で工事のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。中澤真希さん、ありがとうございました。次の交通情報は3時31分頃にお伝えします。ここで今日のお天気です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。昨日から結構寒く、冬らしい寒さになっていて、そうもしてるし、そうですね。長崎佐賀でも昨日は雪が降って、で今朝は東京都心で氷点下 1.1 度まで下がりました。なんか言い方変だけどおめでとうございます。ちゃんと冬が来たという感じがしますね。で今日は日中の気温も8度から9度くらいのところが多くて、北風も強い状態がこの先も続きそうです。で明日は九州関東ともに晴れて、だんだん山沿いの雪も止んできそうなんですね。で北風も今日よりは少しだけは、マシになってくるかなというところで、最高気温も10度から11度くらいになりそうです。今日より 2,3 度は高くなる見込みとなっています。で土日も大きな天気の崩れはなくて、最高気温は10度をちょっと超えそうということなので、週末にかけては少しだけ寒さが和らぐかなといったところですね。今日のメッセージテーマちょっと聞くのは怖いんですよ、長谷部さん。そうです。あなたもダヴィンチしませんか。いや、そう私そのないでしょ、ダヴィンチするような。唯一気象予報士人生でダヴィンチ一つありまして、
土屋さんをお察しのことかもしれないんですけれども、あれです、あれです。はい、何ですか？あれです。僕のラグフェアのフェスで、大丈夫です、ギリギリ晴れますって言って、でみんなに晴れるってよかったよかったって言ったら、俺らのライブの時だけドシャーって土砂降りっていう。なん分かったで、あれは予報ってのはやっぱり予報なんだよ。そう予報なん、こういうこともあるぞっていう教訓にはなったんですけれども、私なんかそういう黒歴史みたいなの全て忘れていくタイプなので、記憶にあんまりないんですけど、それは多分一生残ると思います一生の思い出になりました。おかげでそこから精度がガガって上がってるかもしれない。そうですね、予言に近づいてるかもしれません。そう思ったら思うことで、そうですね、精度は勉強する力も一層入ったかなとあんなに思います。 SNS に上げてしまってすみませんでしたありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。この後はメッセージのご紹介です。今日のメッセージテーマは、あなたもダヴィンチしませんか。ようやく私、あなたも懺悔しませんか。そうなんです。懺悔でそれをダヴィンチ的にそこから哲学で次を進むためのチョロ Q のようにバネにしていこうって、そういう回です。素敵な回ですよ。いいですね。お願いします。はい、神奈川県のラジオネームエビカツ目視録さん、23歳女性の方です。ありがとうございます。私が学生の頃、卒業アルバムの写真を撮るときに楽しそうに写真に写ればいいものの、楽しそうに思われるのが嫌だと考えていたので、写真を撮るとき全部真顔をしていたことがありました。あるね。今アルバムを見返すと一人だけ浮いている感じがして、とても恥ずかしいです。この尖った私が印刷されているアルバムを、大勢の同級生が持っていると思うと、本当にやめておけばよかったと思っています。このぐらいは大丈夫よ。大丈夫ですよね。いや全然大丈夫。全然大丈夫ですよね。この経験があるから、今とっても笑顔な方なんじゃない。俺そんな気がするよ。なるほどね。俺も成人式にお金ケチって行かなかったことで、やっぱりたまにしかないものはちゃんと行こうって思うようになってるから。お金をケチって行かなかったんですか。いや、スーツを帰って親に言われたお金をキーボードで使っちゃったから。そっかそっかそっか。そういうのもあるから、黒歴史じゃなくて、それがあるから今だって取れないから。一つも笑ってない俺も。そんねえ顔して親父と2人旅行とか、行きたくねえよ旅行なんかお前たちとみたいな感じあったよ。どうした、それは反抗期はないのね。反抗期ってほどちゃんとした反抗期はなかったんですけど、親と喧嘩したことはある。ただ反抗っていう感じもなかったですかね。どういうことで喧嘩するんですか一番。これは親なのにこんなこと言ってしまったなみたいな。なんか家に、高校生の時彼氏を連れてくるって言ったら、父親が、昼から急に日本酒を飲み出すってことがあって部屋の掃除をしてたら、なんで掃除してるんだって言って、そっから2ヶ月くらい口聞かなかったです。はい。
コネクト。コネクト。コネクト。時刻は3時になりました。 TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。どうも土屋亮でございます。ここからは曜日パートナープレゼンツの日替わり企画コネクトネット。木曜日はこちらです。土屋亮のもしもしパイセンやってまいりました。今週もありますよ。はい、ある経験をされている方をパイセンと我々はこのお時間だけお呼びをさせていただいて、はい、その貴重な体験を電話でいろいろ伺おうというお時間です。先週のパイセン覚えてますか？はい、昔の同級生に久々に会って結婚したパイセン。何段階かあったよね。ねえ、なんかドラマチックでしたね。あんなもん懺悔懺悔みたいなところの繰り返したじゃない。いや、まあでも懺悔ダヴィンチの象徴みたいなダヴィンチだんだんそこから学んでって、ダヴィンチがもうそういうことですよ。そうですね、ダヴィンチあっての人生ですね。ダヴィンチさんごめんなさいね。すいません。天国にいるダヴィンチさんすいませんね。まあでも気を使わせていただいておりますが、まあそんなようなのがありましたけど、今回のパイセンはこちらです。今ボディが筋肉ムッキムキのパイセン。僕はもう事前に報告しておりました。はい、もう今日ムキムキの人電話くださいということで来てるわけですけど、はい、まあちょっとした情報です。体重を落としたい、体調を整えたい、美しいプロポーションを手に入れたいなど、エクササイズや筋トレを行う理由は人それぞれ。この歴史古いわけですよ。ね、体一つやれるから。記録に残っている最も古い筋トレそんなのがあるんだね。すごい。そんなのあるんですね。紀元前2500年の古代エジプト。すごいね。今からおよそ4500年前。当時は競技大会などでいい成績を残すために筋トレが行われていたそうです。まあアスリートと同じような感じ、今のね。筋トレで有名な逸話としては、今から2600年前、紀元前600年頃の古代ギリシャの黒トナのミロ。あのミロか、ミロは古代ギリシャの植民地であったイタリアのクロトナで生まれました。青年となったミロの日課は子牛を担いで歩き、全身を鍛えることでした。子牛を担いで毎日子牛を担いで1キロ歩くというトレーニングだったそうですが、担いでいた子牛は当然ですが日々成長。そりゃそうだね。本当ですよね。牛だって100キロとか全然ありますよ。どんどん大きくなっていくと。それに伴いミロの筋肉も筋力どんどん強くなっていって、このトレーニングで強靭な肉体を手に入れたミロ、古代オリンピックのレスリング競技で6連覇。逸話もある。すごいですね。ずっとその一匹だったのか。そうなんで、牛もね担がれ慣れないとじっとしてないでしょうから。そうだよね。でこの逸話から何がわかると思いますかということなんですけども、子牛が成長とともに大きく重くなるという全身性過負荷の原則、毎日行う継続性の原則という筋トレがとっても重要な要素だということが詰まっている。なるほど。まあそういうことなんだよ。毎日やることが大事。全身性過負荷の原則というのはずっと同じトレーニングを行っても筋肉が増えず、少しずつ負荷を上げていかなければならないという原則。なるほど。そして継続性の原則は、筋肉を定着させるためには長期的に継続してトレーニングを行わなければならないという原則です。なるほど。3世紀頃にはダンベルの原型とも言うべき器具を用いたトレーニングが行われていたそうですが、現在と同じように重量を調整できるダンベルが生まれたのは1900年頃。急に最近です。そうですね。で、近代ボディビルの父、ユージン・サンドーさん、なんか写真ですかね、このありますけど、めちゃくちゃ筋肉バッキバキで、なんだろうな、漫画のバキに出てくる人みたいな感じでこのシックスパックどころじゃないですね。なんだろうこれも、もう金消しです。はい。少年時代に父に連れられてイタリアで鑑賞した古代ギリシャローマ彫刻の戦士たちや英雄たちの肉体への憧れを強くしていった。で、19歳の頃には独自の方法論でムキムキ。美術館の大理石の彫刻をじっと眺めながら、あれになるにはということで科学的。で、ちょっとレンさん、ちょっとその先ちょっと読んでもいい？読みましょう。はい。
ということで、ムキムキのサンドーはヨーロッパ全土を渡り筋肉を見せる興行を行いアメリカに上陸。ボディビルに関する本をたくさん書きました。本の中でユージンは、栄養と健康的なライフスタイルを奨励しました。夏目漱石もユージンの本を、読んで感銘を受け筋トレに励んだそうです。柔道の父加納治五郎も早い時期からユージン参道に着目していたという話もあります。そしてこのユージンさんムキムキの人はビジネスの才能もあったのか、肉体の知識とエクササイズ器具の通信販売手掛けたそうです、そして1901年9月14日イギリスロンドンのロイヤルアルバートホールで世界最初のボディービルコンテストグレートコンペティションを主催、そして、1938年には怪力法という本を書いた若木竹丸さんが最初のボディービルダーと言われています。機関車の車輪200キロ以上をベンチプレスで押し上げた、身長162センチ体重69キロで上腕51センチ胸囲132センチ、すごい体です。1日10時間以上ぶっ通しでダンベルを上げ下げしていたという記録も残ってます、そんな若木竹丸さんが1952年福島県で日本初のボディービル大会を開いています。この影響で50年代には第一次ボディービルブームが日本でも起こったとされています。こんな前提の情報を説明した後に電話をつなぐ自分の中でムッキムキなら大丈夫ですとかすごいですけどね。まあでもね、メール送って電話いただいておりますからありがとうございます。伝えていきましょう、増田正文パイセンでございます、ムッキムキ自慢一鎖語りたくてメールいたしますいいね、生募集で来てください。生募集でありがとうございます。いきましょう。増田正文パイセン、もしもし。こんにちは。こんにちは。すみません、ありがとうございます。急遽。こちらこそありがとうございます。選んでいただけると思わず、いたずら心で出したので大変失礼しました。いやでも、僕も先輩に西川貴教さんって人がいるので、筋トレしてる方は筋肉の話すると止まらない印象があるのでそうですね、特にトレーニング盛りというか、やって大きくなってそれで人に見せたいっていう気持ちの時はもう本当にそれしか見えないでしょうね今どれぐらいですか、トレーニングしてて。僕は25から始めたので今63ですから、39年目ですね。すごい、それは、きっかけは何ですか、その39年前は。直接のきっかけは、サラリーマンしてて肩こりがひどいので、トレーニングしようかなんですけど、もともとは、三島由紀夫さんが好きだったこととか、あと僕が中学2年生の時にブルース・リーですね、燃えよドラゴンが封切りされて、なんか自分の中の美しい肉体美学とブルース・リーの体が合致したっていう感じですね。その筋トレを始める前ってどんな体型だったんですか？ごく普通の中肉中背で、この話はちょっと深くなりますけど、やっぱりムキムキになるためにはある程度体の素質必要ですけども、僕はそういう才能全くないですね。骨も細いですし、胃腸も弱いし、だから今、ムキムキには違いないですけど、身長170ぐらいで体重計が測るとちょっと減ってて57.5 キロぐらいでしたから、ガリ細で、骨と筋肉と皮だけですね。体脂肪率ってどれですか？体脂肪 8% ぐらいです。うわ、すごくないですか？磨き上げてますね。今どれぐらいのペースで筋トレやってるんですか？ここ10年は週3回ぐらいになりましたし、やっぱり関節という関節が悲鳴上げてますし、40年近く筋トレやっぱり一生懸命やってると必ずそういう
弊害といいますか、まあ年齢との副作用が出ますね。はい、なるほど。最初はどういうところから始めたんですか？僕はですね、当時、1984年5年ぐらいですから、フィットネスブーム、第一次フィットネスブームで、ちょっと名前出していいのかどうか、町々に最初超高級ジムができて、その後、当時ですとエグザスとか、ああいう感じの、チェーン店の、フィットネスジムができて、でジャズダンスとかエアロビクスダンスとかがすごい人気で、そういうのの方がメインだったんですけども、ちゃんとジムがあって、そこでトレーニングを始めました。楽しかったですか？やっぱ向いてたんですかね？これ大事なことなんですけど、今とっても筋トレブームで、先ほど素質の話をしましたが、年齢とか性別、それから素質に関係なく、とりあえずその人の努力の分だけ筋肉ってつくのは間違いないですね。ただそれがムキムキになるのはいろんな要素が、皆さんが思ってるムキムキっていうアーノルド・シュワルツェネッガーみたいな、ちょっと古いですか、彼みたいな肉体になるのは相当5つも6つも7つも要素が重ならないとあんな風にならないですけれども、誰でも大体間違いなく筋肉つきますよ。三島さんなんて本当にもうガリガリで薄っぺたい体だったのにね、一丁前の体になってらっしゃいましたもんね。だから要はそれなりに自分らしく筋肉はつくけども、みんなが憧れてる出てくるアーノルド・シュワルツェネッガーみたいになるには、その人のタイプや個性が、あと努力ですね。なるほど。はい。この努力っていうところで、なんかどういう筋トレをすると筋肉がつくんですか？まず筋肉に関しては、僕は基本的なところ、全身、ビッグ3っていうんですけれども、ビッグ3、今とってもみんなの、知るところになりましたけど、スクワットであるとか、ベンチプレス、それからデッドリフトもしくはベントオーバーローっていう、この極端なことで言うとなんか3つかなと思ったらハリウッドの俳優さんみたいな名前になってきちゃって、ビッグ3っていうのは、ベンチとスクワットとそれからデッドリフトなんですけども、デッドリフトって何でしたっけ？デッドリフトっていうのは地上にあるものを両手で持って、背中と腰の力を中心に持ち上げるトレーニングですね。よいしょーってやつ。上まで上げなくても腰のあたりまで上げるやつですね。腰のちょうどおへそぐらいまでですね。なるほど。で腰をちゃんとしっかり支えないと腰痛めちゃうやつですよね。いや、よくご存知で。僕もね、何度も言ってるから、だから頭の中で情報はあるんですけども。ちなみに僕デッドリフトはもう15年ぐらいやってません。そういうものなんですか？腰痛めて。なるほどなるほど。これでも同時に食事も大切ですよね、これね。そうですね。まず一番大切なのは食事と、それから胃の強さだと思いますね。胃の強さ、やっぱり消化器系が強くないと栄養回らないですし、ちょっといろいろ語弊があるでしょうけど、プロテインとかいくらたくさんお飲みになってもそれは効果ゼロとは申し上げませんが、やっぱりちゃんと消化吸収する力がないと筋肉にはならないですし、僕がやっぱり大きくなれなかったっていうのは、やっぱ胃の力が、胃腸の力があんまりよろしくなかったから、それも一つだと思います。これ増田さんの中で自分にとっては一番いい食事ってどういうものだったんですか？やってる頃はプロテインも飲んでたし、あとサプリメントも海外のもの含めて飲んだりしてましたけど、極論言うと何にも効かなかったですね。ただがむしゃらデブになろうと思って太ってて、僕一番太ってた時で63キロか4キロぐらいですから、限界がやっぱあるんですね。太れづらかったんですね、体そう格が。ですね。だから骨が太くて、極端なこと言うと手足短くて平家ガニみたいな体の方って鍛えたら絶対ムキムキになりますよ。そうですか。今もじゃあずっと続けて、これからも？これはもうライフスタイルなので、節々痛いですけれども、できる限りは
やると思いますね。はい。今ラジオリスナーの方はなんですか、健康維持的にもやりたいっていう人もいるかもしれないですけど、なんかどうですか、定期的な運動の良さみたいな最後に教えていただけたらいいんですけど。そうですね。トレーニング、特に筋トレやってる時に余計なことを考えると非常に危険ですから、自然そのことしか考えないので、すごい嫌なことを忘れるストレス解消になるのは間違いない。そしてちょっと増田さんは、作家として活動されているっていうのをこうメールに書いて、活動というか、プロの物書きで今小説書いてます。うわすごい、ありがとうございます。はい。なんかどうですか、世の中に出た作品でいうとどういうのがあるんですか。僕世の中に出た最初に賞をいただいたのが果てなき渇望っていう本で、これ今創始者文庫に入ってますけど、ボディービルダーの話なんですよ。もう1998年が初出で単行本になったのが2000年かな。もう本当に昔なんですけれども、ナンバースポーツノンフィクション新人賞じゃないですか。そうなんですよ。ナンバーのその賞は今はないですけど、当時いただきましてありがとうございます。すごいですね。嬉しい、ありがとうございます。こちらこそお邪魔いたしました。何をしても本当に急遽ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。こちらこそどうもありがとうございます。失礼いたします。ごめんください。すごい。なんかこう胃腸の強さが結構大事なんですね。大きくしたい場合はとかね。そっか。増田さん自体やっぱこの運動でやっぱある程度健康でこう入れてるわけだから、ただ大事なんだね。そうですね。筋トレすればいいってもんじゃないんだよ。さらにいろんな要素が。さあもう一個いきましょう。ラジオネーム第404号さんです。もしもしパイセンに実践します。今筋肉鍛えてます。おっと。最高ですね。行ってみましょう。つながっております。第404号パイセン、もしもし。こんにちは。もしもし、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今鍛えてるんですか。はい、鍛えてまする。鍛えてまする。鍛えてまするですか。どれぐらいですか。鍛えてます。鍛えてます。鍛えてます。今筋トレ歴はどれぐらいですか。筋トレ歴はですね、もう20年は超えています。じゃあその20年前に体を鍛え始めようと思ったきっかけって何ですか。ですね、当時ラグビーをやってまして、チームメイトの方がスポーツクラブに通っていまして、それでスポーツクラブマシンを使って鍛え始めた。このマシンってどんなものを使い始めるんですか。最初はどんなものもう今ちょっとマシンを使ったあれはやってないんですけれど、なんですかね、プッシュアップとか、背中を鍛えたり、胸筋を鍛えたりっていう、あと足を鍛えたりっていうマシンを使ってました。そうだね。まずなんでこんなに続けられてるんですか。そうですね。そう20年続けられるモチベーションというか、それどういうところに面白さがあるんですかね。ですね、やはりなんていうんですかね。鏡を見たときに、ちょっと、自分の体を見ていいなと思ったりする。いや本当そうよ。筋肉は一生のコスチュームって自分のトレーナーさん言ってましたよ。そうですね。じゃあご自身のその体をこう鏡でご覧になるときに、ここが一番いいなって思うところってどこですか。肩の三角筋ですね。肩の三角筋。肩の三角筋。躊躇なく肩の三角筋なんですね。三角筋どこら辺ですか。ラジオ的に言うと。前前方の方ですね。前方、肩の前の方の。肩パッドのあたりのあたりですか。そうですね。そのような感じです。付け根のあたり。ここが三角筋っていうところだ。それってこうどんな感じで今ライオン丸4号さんはどんな感じに育ってるんですか。ですね、今ちょっと近くにジムのないところに住んでまして、自重トレ、プッシュアップ、腕立て伏せですとか、そういう形で肩は鍛えてまして、でその大きさを維持する形で今トレーニングをしてますね。ちなみに腕立て何回ぐらいですか、その維持するためには。30回を3セットですね。1日30回3セット。それを週何回やるんですか。週に5回から6回です。でもそんな慣れれば全然誰でもできると思います。いや今日やめちゃおうかなって思わないんですか。
もう生活の一部にルーティンになっているので、ちょっとやめようということはないですね。三角筋が筋肉マンの方ぐらいになってるってことですか、イメージで。ああいうことですかね。すみません、ちょっと筋肉マンは見てないんですけど、僕はすみません、筋肉マンをスタンダードにしてしまって。そう何ですか、スラムダンク、この映画で去年あったスラムダンクの選手のよう、あれはバスケットで肩が出てるユニフォーム着てますよね。あのような感じまでは言ってるかなと思います。かっこいいですね。そうするともう服着ると結構ボディライン出ちゃいますね。そうですね、はい。でもどうですか、でもなんかスタイルいいし、やっぱ筋トレしてる方がやっぱモテるって言い方ですけど、やっぱどうですか、イケてんなって感じですか、やっぱ自分が。ですね、私はあまり筋肉アピールをしないので、肩を出し、夏そういう露出した服はあまり着ないので、ちょっと筋肉でモテるモテないは私自身はないと思います。仕事にその筋肉生きてたりしますか？いや、あまり生きてないですね。お仕事はどういうことされてるんでしたっけ？仕事はですね、今航空機の整備の関係の仕事をしてます。でもなんかそうなると物を持ったり運んだり、そうですよね、この上の方を向いたりとかっていうことも整備するってことはずっと二の腕上げてる状態ですもんね。二の腕上げてる状態もありますし、重いものは当然一人では持たなくて2、3人で持ちますので、筋肉はないよりはあった方が当然いいんですけれど、でもなんかこうお仕事をしていて独特なポーズになってる時に、今ここの筋肉に効いてるなって思ったりしますか？仕事中にね。ですね、分かりやすく言うと、その自動車の整備の方が、自動車の下の方でに潜って整備しますよね。あれは飛行機でもあるんですけれど、それで飛行機の下に潜って、そこでちょっと整備をしたりっていう時に肩の筋肉は使ってるなっていうのは感じますね。じゃあだから辛いというよりはトレーニングだと思えば結構仕事もなんか楽しいバイトみたいなんですよね。楽しくやってます。鏡を見るって言ったじゃないですか。やっぱり家には全身鏡というのはやっぱりマストであるもんですか、ずっとこの20年。途中ありましたけど今はないですね。そうですか。大丈夫ですか、鏡見るのが結構モチベーションな。上半身を見れる鏡はありますので、上半身だけ見れれば、大胸筋とか肩の筋肉とか見れますので、そのあたり大丈夫だ。人によっては下半身はあんま鍛えたくないって人も聞いたことあるんですけど、ライオンマンさんどうですか、下半身の方は。私はですね、今はマラソンに役立てるために筋肉を鍛える感じで、ある程度走って下半身は太ももとかふくらはぎとか筋肉がついていると思います。一番いい形じゃないこれ。素敵ですね。有酸素運動もしながら、食事はどうですか？食事は特に気をつけているわけではないですが、体重のコントロールは常に意識してはいます。太ったらちょっと食事の量を落としたりっていうのは考えます。ちょっと僕今専門家的なちょっと質問してもいいですか？胃袋は強い方ですか？胃は強いと思うんですけど、腸は弱いですね。その後ちょっと僕にはもう情報がないです。胃が強くて腸が弱いっていうのはどういうことなんですか？ある程度食べても胃もたれとか、そういうものはないんですけれど、精神的なものから来るちょっと腸が弱いっていうのはたまにお腹を壊すってことはあります。なるほど。これはもう一生続く、なんかもうライフワークで続くんですかね、この先も。そうですね、マラソンと同時にそのライフワークとして筋肉も鍛えていこうと思いますし、ちょっと雑誌の、会員制のものに、クラブに入っているので、そこもちょっと一緒に続けていこうと思ってます。どういう雑誌に？ですね、以前去年の6月に石山レンゲさんも取り上げられた雑誌ターザン。ターザンマガジンハウスの、そうです、マガジンハウスのターザンでレオさんの天敵の武田砂鉄さんがコラム書いて確かにコラム書いてらっしゃいますね。天敵でも何でもないですよ。ただ単に僕は受け入れられなかったわけで。そうで、じゃあターザンに出てるってことですか？いや、出てはいなくて、ターザンが運営する有料制の会員チームターザンというのがありまして、それにもう3年ほど前から所属していて、
互いに会員同士で、高め合っているというか。高め合ってる。どういうふうに高め合うんですか、それは。オンラインのそのクローズドな SNS がありまして、会員のみ使える、そこで私はこういうトレーニングしてます、私はこういう食事をしてますっていうようなのが画像付きであるので、それに刺激を受けて他の会員も高め合っている。それやっぱりご自身のこれだけ育ってきましたこの三角筋みたいのはアップするんですか？私はなかなかそのあたりはアップしてないですね。ものすごい方がたくさんいらっしゃるので、ちょっと私は出しても負けるかなと思って、あえて私の筋肉はアップしてないです。でもちょっと我々このリスナーはそんなにすごくないから、我々が高まってきたようななんかちょっとワードが欲しいんですけど、筋トレするとこういうこといいぞみたいなのをちょっと教えていただきたいんですが。これは結構有名なあれですけれど、テレビでもありましたけど、筋肉は裏切らない。筋肉は裏切らないんだよ。そうなんですよ。だから週5、6、90回腕立てもできるんですね。武田砂鉄さんも裏切らないですよね。武田砂鉄さん、私レオさんの次に好きです。僕の方が上ってことなんですか？そうですね。私多摩盛り上げ宣言も毎週欠かさずラジオで。今週いいよ、多摩盛り、ぜひ聞いてください。オーベルジュレウさんです、ね。そうです。ありがとうございます。オーベルジュ詳しくありがとうございます。記事も読んでいただいてありがとうございます。じゃあちょっと引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。コネクトも。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。さあ、そういうわけで今日は今ボディが筋肉ムッキムキのパイセン、急遽でございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いかがですかね、これは。筋肉は裏切らないっていう方が、砂鉄さんよりもレオさんが好き。本当だよ。ねえ。リスナーは裏切らない。嬉しいですね。頑張ろう。俺もそういうつもりで、ラジオに頑張っていきたいなと思います。でもやっぱり適度な運動はやっぱ大事だなって思うね。そうですね。自分と向き合ってるもんね。それは思う。やっぱ習慣化することって大事ですね。俺エニタイムフィットネスに取材に行った時に、デジタルの反対語はフィットネスだっていう。どういうことですか？フィジカル。フィジカル。ごめん、そう、デジタルの反対はフィットネス。フィジカル。フィジカル。デジタルしすぎたらフィジカルということで、向き合うことでバランスが取れる。筋肉は裏切らないですね。そっちがキャッチでございましたね。ありがとうございます。さあ、こんな感じでいろいろ毎週いろんなパイセン探しております。今探してるのはこちらの皆さんです。はい、4年に一度しかない2月29日生まれのパイセン。ソフトクリームをきれいに巻くのがめちゃくちゃうまいパイセン。そして新たに10回以上引っ越しているパイセン。いいね。俺意外と近しいんだよ。そうですか。俺7回8回ぐらい俺引っ越しから。じゃあ俺引っ越しに関しては結構深いですよ。本当ですか。じゃあ私そんなにないので聞いてみたいです。これいいね、楽しみだね。懸命にパイセンと書いてconnect@tbs.co.jp までメールをお願いいたします。電話 OK という方は電話番号もお忘れなく。はい、ということでぜひお待ちしております。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
お送りしている曲は TM レボリューションでハートオブソード夜明け前です。西川貴教さんぐらいになると、肩だけはここのジム、太ももはあっちのジム、首はこっちって分けてるそうです。すごい、なんか遊戯王カードみたいですね。新曲が24日にリリースです。おめでとうございますコネクト。時刻は3時34分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの富山えりさん、こんにちは。お願いします。こんにちは、お伝えします。自民党の派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、自民党執行部が捜査対象となった安倍派の幹部に政治的責任の取り方を検討するよう求めたことが分かりました。これは関係者が今日明らかにしたもので、安倍派内には塩谷立座長や事務総長の高木毅前国会対策委員長らの離党が必要だという声があります。一方、森山派は国会内で会合を開き、派閥の解散を決定し、谷垣グループも役員会で政治団体の解散を決めました。東京地検特捜部は塩谷氏と高木氏のほか、松野前官房長官らから任意で事情聴取しました。特捜部は在宅起訴した会計責任者との共謀を認めるのは困難だとして立件を見送りましたが、世論の批判は強く、党の改革を議論してきた政治刷新本部の全体会合でも処分を求める声が相次ぎました。自民党は午後、臨時総務会を開き、政治刷新本部による中間報告が了承される見通しです。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は世界5カ国目となる月面着陸に成功した探査機スリムについて、
当初の目標着地点から東に55メートル程度の位置に到着したと発表しました。狙った場所の100メートル以内にピンポイント着陸させる世界で初めての技術の実証は達成できたとしています。スリムは今月20日午前0時20分ごろ着陸しましたが、着陸後の姿勢が想定とは異なり、太陽電池パネルに光が当たらないため発電できていません。 JAXA は2つあるメインエンジンのうち片方の推力が月面の高度50メートルで失われた可能性が高いと説明しています。ニュースでした。富山えりさんでした。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から臼井弘子さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは。首都高速は3号の下り大橋で2キロ15分ぐらい、交通量は少なめ。東名高速をはじめ首都圏の高速道路、外環自動車道の外回り戸田西で4キロ10分ぐらい、雪で滑り止めは上信越や東北方面などで必要です。埼玉県内の16号春日部市南中曽根交差点、乗用車の故障車で1キロ、神奈川は246の上り緑区のつくしの交差点、バイクとトラックの事故、一車線規制で1キロ弱。また千葉県内は県道の船橋我孫子線の上り、船橋市の笠間町、故障車処理中で上りは断続4キロぐらい、下りも1キロ半の渋滞。警視庁から以上です。臼井弘子さんでした。次の交通情報は4時30分頃にお伝えします。コネクトメッセージを紹介します。今日のメッセージテーマは、あなたもダヴィンチしませんか？懺悔しませんかということで、そこをね、みんなで哲学していきましょう。はい、品川区のラジオネーム還暦まであと一歩さん、50代の女性の方です。私がダヴィンチしたいことは、学生時代世間知らずイコールお嬢様と思い込んでいて、何を目にしても初めて見る、知らないを連発していました。今思えばなんとバカだったことか。当時はバカイコール可愛いとも思っていましたこんな私も還暦に手が届き、記憶も曖昧になり、思い出すこともありませんでした。春に同窓会が予定されています。思わぬことで記憶の扉が開き、同窓会に行くの気が重くなってきていますいいね。初めてっていうと、要はなんかお嬢さんいいでしょ、私お嬢さんねってことでしょ。あら、ファストフードですか？初めてですみたいなことですよね。あ、カップ食品初めて見ましたみたいな。でもデートとか行って、初めてって言われると嬉しいというか、逆に言うと初めてじゃないとしまったと思うよ。なんか、ここ来たなって思っても、来たなって言わないようにします。このレンゲさんうち来るじゃない。でうちでさ、もつ鍋やろうとしてるじゃん。前にそれ食べた話は俺にしなくてよかった。すみません。実はね、先日ちょっと私がお世話になってる先輩のお宅にお邪魔したら、多分レオさんとその先輩のお宅割と近所にねあるみたいで、なんかラジオでもしかしたらレオさんが言ってたのと同じだったらごめんねって言って、もつ鍋を出してくださって、すっごい美味しかったんですよ。で、これどうなんだろうと思って、レオさんこんな感じのもつ鍋だったんですけどって言ったんです。それ
だよ俺がうちで振る舞おうとしてるのはそれだよ。楽しみです。初めてね、初めてっつって食べてみてください。初めて初めて下手くそはい、いいよね。はい。そして東京都のラジオネームチャーミルクスキーさん、30代男性の方です。ありがとうございます。バイト時代ちょくちょくお店の店長と働き方の違いで口論になり、いろんなバイトを辞めてきました。いいね、いいよこれはいいよ。お釣りで出るお札の向きで喧嘩をしたり、レジの締め作業で椅子に座る座らないで喧嘩したり、今考えれば少し我慢していれば長く続けられたのかなと思います。きっと若いこの方はいや座ってやった方が疲れないっしょっていうことでしょ。要は合理的なんだよきっと、若いときっと、ただ座ってやるとは何事だっていうそこのさ、まあでも私は黙って座っちゃいますね、レジ締め作業だったら。いやで立ちなさいって言われたらどうすんの？って言ってた。そうこの方にはなんか確固たるものがあるけど、レンゲさんにはそれがないね。私はただただ座りたい。ずっと座ってたい。いやでもいいよ、こういうでも自分ならこうするっていう考えがあるってことは、新しいアイデアが出てくるかだから、これは素敵なことだと思うけど、いや結果言うと、そこは立った方がいいんだよ。立ってやって、でオーナーの言うことを聞いてやって、自分がそういう方になった時には座ってもいい方法を見つけたい。なるほど。自分が後輩ができた時はより合理的な方を進められるってことですね。一之輔師匠の落語と一緒。新しいのにね、古いこともちゃんとやんないあの人。なるほど。見事だったな。ダヴィンチですね。ダヴィンチです。そしてもう一通、神奈川県相模原市のラジオネームクーリノワーリさん、50歳男性の方です。何を求められているかわからないとき、とりあえず出力してみると突破口が見えたりするものだ。この人のダヴィンチですね。デザイン仕事をやっていて、クライアントの要望がトンチンカンで尻滅裂でよまよいごとで妄言だった場合やよまいごとで妄言だった場合や、ラジオのメールテーマが何を言っているのかわからない場合なんか出してみるとなんかわかるかもしれないという希望的前向きな姿勢のことです。そしてよくしくじりますと。いやこれ非常にね、俺はねすごく自分には刺さるわ。素晴らしいダヴィンチですね。プリントアウトするのはいいんだよ。何を求められているかわからないとき、とりあえず出力してみると突破口が見えたりするものだ。俺なんてもうプリンターのインクカートリッジのさ単価とか計算しちゃうのよ。そんなのプリントアウトするなら頭で分かった方がもったいなくないだろうみたいな。で紙に書いてくしゃくしゃしたりとかして出しときゃいいのにってことで結構あるよ。一回出してみるって大事ですね。そうなんだよ。そういうので言うと、あれだよ、食べ放題の一番お得な食べ方知ってますか？何ですか？食べたい分だけを食べるこれが一番適量ということ。すごい、とりあえず出力していただいてありがとうございます受け取りました。そうどんどん出力がしていくよ。はい、受け取るのはあなた。はい、出力お待ちしてます。はい、出力お待ちしております。
刻は3時46分。コネクト、この時間で長崎佐賀の NBC ラジオでお聞きの皆さんとはお別れになります、はい、今日もありがとうございました。僕おととい福岡、昨日まで福岡行った九州に、外国人観光客の方、緑の窓口ずわなんかやっぱ戻ってきたなって感じするね。九州の方、観光ね、活気が出てましたよ。いや、もつ鍋も美味しいですよね。俺は美味しいんだよ。もう一回食おうな。うわー、楽しみです。もう一回食おう。本当すみません、言っちゃってポロッとね。いやいや、言ってもらって助かりました。ありがとうございます。時間までメッセージをお付き合いください。今日のメッセージテーマは、あなたもダヴィンチしませんかです。名古屋、失礼しました。愛知県名古屋市のラジオネームあんかけテンムスさん、42歳男性の方です。ありがとうございます。僕のダヴィンチは、高校の卒業前、受験に臨むため部活動も引退という時期に、もうどうせ会うこともないからと部活の登録カードをファイルから抜き取って破り捨ててしまいました。このカードで、部活の同窓会などやり取りをしています。まだ携帯をみんなが持つ時代でもなかったので、卒業後は連絡先も分からず、今頃みんなどうしているかなと時々破り捨てたカードに後悔を感じることがあります。つけてたなと。いやー、もうそうなんだよ。もういらねえだろうってやってね。まあそうなんですよ。卒業ね。俺もノストラダムスの大予言みたいなんで、一回滅亡の前の人が宿題雑だったもんね。全然滅亡しなかったね。雑にはやってちゃんと出すっていうところが偉いですね。そこは怒られたくないタイプだからそうだよ、雑だったな。この時間で長崎佐賀の NBC ラジオでお聞きの皆さんとはお別れです。また来週ですね。また来週、ありがとうございました。
お送りした曲は世界の終わりで最高到達点でした。 TBS ラジオコネクト木曜日は石山レンゲと土屋レオさんでお送りしています。後半戦もお願いします。お願いします。この後のコネクト4時からはコネクトゼミナール、今日の授業は小津安二郎学です。ついに来た。はい、ゲスト講師は映画研究者の伊藤博則さんです。小津さんの映画分かっちゃいいんだよ。分かっちゃいいんだよ。なんかちょっと分かったっていう風にいないんですね。本当に分かったって思いたい入り口に今日なれたらいいなと。そうですね、はい、楽しみです、はい、4時40分頃からは協会憲法プレゼンツ元気にコネクトです。今週も健康にまつわるお医者さんのお話、ストレス解消リラックス方法についてフィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さんにお話を伺います、はい、4時50分頃からはオプチャでコネクト、木曜日はみんなはどうなのコネクションです、はい、今日はついやってしまうことにまつわるテーマです、はい、5時からはクイズ企業努力ということで、吸ってるいろんなもの吸います、はい、コンパクトに吸います。コンパクトになんでしょう、はい、ということで後半戦も、メッセージ紹介します、はい、今日のメッセージテーマはあなたもダヴィンチしませんか。懺悔ということですけども、そこから前を向いていこうというレオナルド・ダ・ヴィンチの発想に勝手に変換しております。はい、埼玉県上尾市のラジオネームハンラーメン徳森さん、34歳男性の方です。 0.75 盛りぐらいなのかな。そうですね、学生時代友人から教えてもらった話を他の友人に自分が最初から知っていたことのように教えたことがあります、そんなことも知ってるんだすごいねと言われるのが嬉しく、しかし何回もやっていると教えてもらった友人にもバレるかもしれないとも思っていたため、年に 1,2 回この技を使いいろんなことに知識がある生徒として過ごしていました。今思うと悪いことしていたなと思います。反省しています、すいませんと。なるほどね。レオさんこういうことはなんか年に 1,2 回ありますよね。ありますよね。いや俺どっちかというとこれ一回聞いたことがあって、俺もレオナルドで帯やってる時に、はい、いろんなゲストの方からいろんな情報を教えてもらうわけじゃない、でそれを他のところで喋る時にさあなんか、じゃあいつからが自分のものなんですかこれはってのがあって、なんかさ、10年前に自分が本で読んだものだってなんか自分のように話してもなんかおかしくないかですけど。そうですね、なんか本を読んだとか、なんで本だとよくて人から聞くだとダメなんだろうね。どうなんですかね、そのエピソードの質というか内容にもよるところありませんか。で俺岩崎夏美さんっていう、はい、ドラッカーの本を書いた方がいて聞いたの本当にラジオ中に、そしたら全部自分のことのように喋っていいと思いますよ。結局最終的には一緒ですからっていうのを言われてから堂々と喋ってる堂々と喋ってる。もう全部自分が見てきたように見てきたように、まあそうね、でもなんか自分の中で広がるじゃん、勝手に広げてそれでご情報をまき散らしてる場合があるからそれは反省しなきゃいけないんだけど、気にする必要ないと思うけどな。そうですね、まあでも気をつけなきゃいけないことだね、はい。そしてもう一通、東京都町田市のラジオネーム相模のサンタナさん、37歳男性の方です。ありがとうございます。私がダヴィンチしたいことは、学生の頃地元の先輩に紹介してもらった入ったバイトをすぐ辞めたことです。先輩が働くお店の別店舗へ入ったんですが、そこの店長の厳しさについていけず、先輩にも相談せず突然辞めてしまいました。そこから先輩に会うのも気まずくなり、それ以来先輩にも会っていません。20年以上経った今でも時々もやもや思い出すことがあります。これは気まずい、これは気まずいね。レンゲさんありそうじゃないこれ。紹介してもらったバイトは、そんなピッとかこう辞めたことはないんですが、高校生の時に、安住さんも働いていたというデニーズをパックれました、すいません。まあ俺別にそれはなんていうの迷惑かけたかもしれないけど、なんか最悪なことではないと。だってそれバックれたいぐらい自分にとってあれなかったってことでしょ。そうですね、なんかその1分ごとだったのかな、ずっと時計見てたんですよ。先輩に怒られまして、
バックれたって言ってもあれですよ、シフトはちゃんと行って、でじゃあ次のシフト入れるのちょっと文化祭があるのでちょっと予定見ますって言って、そのまま行かなくなる。1回はいいよ。でそこで学ぶわけじゃない、はい、2度目がそれがなきゃいいよね、1回だけでしょ。1回だけ。ああそうです、それだけだよ、ダヴィンチできましたね。それもしっかり頑張れ。はいコネクト。コネクト。コネクト。時刻は4時になりました。 TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。木曜パートナーは土屋レオです。ここからは曜日代わりのゲストコーナー。木曜日はこちらです。コネクトゼミナール。毎週さまざまなジャンルの講師が登場し、あなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校、コネクトゼミナール、略してコゼミ。43時間目の授業は小津安二郎学です。さて今日の講師をお招きしましょう。どうぞ。こんにちは。映画研究者批評家の伊藤博則と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。伊藤博則さんは熊本大学准教授、映画研究メディア研究を専門とされています。今日わざわざお越しいただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。伊藤先生はなぜ映画研究を始めたんですか？そうですね、もともとはね、文学が好きなやつだったんですよ。で大学でも文学の授業を中心に受けていたんですが、その時に知り合った先生が英文学と映画をご専門にされてて、ゼミでは映画を中心にこう展開していらっしゃるということで、僕はその先生目当てで映画のゼミに入ったんですけども、いろんな映画を見たり、映画に関する文献を読んだりしていくうちに、あれ、映画研究とか批評の世界も面白いなと思うようになって、そんな中で小津安二郎に出会ってしまったというのがこう決定的な出来事でした。先生おいくつですか？今35歳です。ちょうど一回り違いますかね。レオさん、僕はそうですね、47ですか。そうですね、辰年だからそうですね、ちょうど一回り違う。で小津さんに出会いましたか？はい、出会ってしまって運命がこう狂ったというか変わってしまいましたね。すごいですね。30、もうだって小津さんの映画と出会ったのは20代の。そうですね、大学学部の3年生の時だったので、20歳そこそこの、それこそ今思えばね、そんな小津の何が分かるんだっていう若造ですけども、でも何かピンとくるようなものを感じたですね。非常に興味あります。うちの父親が映画が本当に好きで、これ大げさなく1000本単位でうちの映画が全部あって、お前も見ろっつって全部おすすめので、小津安二郎を見てから映画を見ろと。もう引っ越すたびに東京物語を置いてくんですけど、何度も見ようとするんですけど、なんでしょうね、やっぱテンポ感が正直最後まで見ることができずに、いまだになんか良さそうな空気感は分かるんですけど、今本音でいいんだろうなってのは分かります。本音で分かってない部分があるので、でも僕より若い先生がそう素敵だったのは、なんかそういうどういうところに噛み受けたのか非常に興味がある。そうですね、親父のためにも今日知りたいです。でもね、お父様のおっしゃることすごい共感できて、僕は本当に小津に映画の見方を教えて
もらったっていう感覚が強くあるので、やっぱオズを見ておくと、その後他の監督の映画を見る時もなんかその目線というか見方みたいなものの型が身についている自分を感じましたね。これはじゃあ必修ですね、ということで伊藤さんがお送りするコネクトゼミナール、今回の講義のテーマは何でしょうか？はい、小津安二郎の映画はなぜ世界で評価され続けているのか。小津安二郎の映画、私も子供の時に、東京物語とかさんまの味とかもこう見たんですが、親と一緒にってことだね。親と一緒にですね、ただ子供が見るにはちょっと難しい。まあそうですよね。で、最近大人になってから、東京の宿っていう戦艦機に撮られた、無声サイレント映画ですね。そう、はい、を見て、それはなんか電線ドラムから始まって、で、絵の中にその電柱とか鉄塔が出てくるっていうところからこう見て、すごく面白く見たんですが、小津映画なんだかやっぱり未だにさらっと1本目じゃあ見ようかなっていうぐらいこう気軽に手を伸ばせない感じがあるんですよね。でもおっしゃることがすごいよく分かって、やっぱりそのなんか多分みんなそうだと思うんですよね。僕自身もじゃあ小津のことをお前は分かってるのかって言われて、いや分かってますって堂々とはとか自信を持ったら言えないというか、やっぱ謎がずっと中心に残り続けてる。それも含めてもちろんそれに惹かれる人もいれば、なんかあんまりピンとこない方もいるんですけども、その謎があるということでこういろんな人がずっと小津について言葉を重ね続けてきてるっていうところはあると思いますね。すみません、ちょっと本題に入る前に脇に言っちゃったんですが、そのこう雑誌とかでもこう定期的に小津特集がこの開かれたりとかしますし、海外での人気もすごいですよね。だから象徴的なのは2012年にイギリスの映画雑誌サイト&サウンドという雑誌があるんですけども、ここが10年に1回こう世界の映画監督と批評家に呼びかけて、こう偉大な映画のベスト100を決めようという投票をやってるんですが、その時に小津の映画が東京物語ですね、1位に選ばれたというのは象徴的な出来事でしたね。ちょっと伊藤先生より年を取ってるのに言うのも変なんですけど、なんかそういう僕より上の人がそういうのなんかベスト100みたいなこの100年ってだけど、その当時のなんか時代背景とかの印象が強いから、それであって今の方が進化してるからいい映画が多いだろうって勝手に当時の状況はもうどうでもいいんだよ俺にはみたいなことだったんだけども、伊藤先生がいいって言うんだろう、俺はもうなんかそう自分より若い人がいいっていうことはきっとだからもう僕の中ではちょっと今日更新できそうなんで。そうですね。ちょっとじゃあ今回もポイントに分けて、解説いただこうと思います、伊藤先生、一つ目のポイントは何でしょうか？世界映画史上他に類を見ない独創的なスタイル。確かにその見ていると画角とかもこう独特ですし、人の目線のこの人どこを見てるのかなと思いながら見ているうちに子供の時なんか訳が分からなくなってしまった印象があります。フランソワ・トリフォーが全く同じ感想を言ってますね。フランスのヌーベルバーグの時期に活躍したフランソワ・トリフォーという監督がいるんですが、彼がフランスでシネマテイクで小津映画を見た時に全く同じこと、なんか目線どうなってるんだと、であんまり良さが分からなかったっていうふうにその時は言っていて、で後にまたリバイバルで上映企画があった時に見たらすごいハマっちゃったということを言ってたのを思い出しました。目線が違うってどう違うんですか？他の普通こう2人ないし3人の人物が会話しているところを映像で撮ろうと思ったらこうカメラを切り返していくわけなんですけども、そのイマジナリーラインとかってこういう話しても大丈夫ですか？はい、お願いします。2人の人物をつないだ線、こう想像上の線があるとしたら、カメラっていうのはこの線の180度側、同じ側にしか基本的には置かれない、だからこっちでこうレンゲさんを撮って今度僕を撮ろうと思ったら、カメラはこの線のこっち側で、ぐらいの位置から撮るっていうふうに、その線をまたがないっていうのが、一般的な映画作りのルールなんですが、人がこう2人いて、でその人が見合っている、目が合っているとしたら、この180度の線からどっちにカメラを置くか、最初に置いた方にその後ずっと置き続けるというのが、一般的な撮り方なんですけども、小津はほぼ線上に置いてるってことなんですよね。普通は角度をつけて40度とか60度とか角度をつけてカメラで狙うんですが、ほぼ真正面から撮ってるので、
だからなんか普段見てる映画とは違う感覚を観客は受けると。でそれがだんだん癖になってくる人っていうのがいて、僕なんかまさにそうなんですが、こいつ本当にどこ見てんだよみたいな、こっち見てんじゃんみたいな感覚がこう染み込んでくると、もうそれなしではこう映画を見られなくなるというか。この普通のドラマだと、登場人物同士がちゃんとこう目を見て、話しているのを、第三者として、あるいはその、登場人物と同じような目線として、この映画を見られると思うんですけれど、小津の撮り方だと全く別の想像のつかない位置から人物を見てるってことですか？そうですね。だから一般にはその手前にいる人物の肩なめとかで肩を一部映したりとかっていう風に撮るんですが、小津の場合もちろんそういうショットもあるんですが、その人物だけがこう画面の真ん中にドンといて、こっちを見て喋ってると、なんか手前にもしかしたらもう人はいないんじゃないかみたいな、ちょっと不安にさせるような、そういう感想を残している人もいますし、やっぱちょっと居心地悪くさせる、いい意味でも良くも悪くもですかね、居心地悪くさせるような。だ教科書に載っけるとしたら悪い例と捉えられてもおかしくないような撮り方。普通にその映画作り始めてそういう置き方をしたら、いやいやいやちょっと待てよと、でもおっしゃる通り、まさに今その映画史の教科書なんかだと、小津っていうのはそのハリウッド映画とは違うルールを実践した例として必ず紹介されてます、ね。どうして小津はその独自の撮り方で映画を撮り続けたんですか？はい、これもねやっぱり大きな謎というか、こうだっていうのを小津に代わって言うことはできないんですが、小津自身は若い頃は非常にアメリカかぶれというか、ハリウッド映画をものすごく愛好して、少年の頃から見続けていたんですよ。だからハリウッド映画の撮り方っていうのはよく知ってると、その上でそれを踏まえて自分は違う、その映画に文法はないっていうことをしばしば言ってるんですが、みんな何か文法があるかのように、錯覚してこう縛られて映画を作ってるけども、本当はそんなものないんだということはいろんな雑誌のインタビューとか座談会とかでも言っているので、なんか小津なりのその芸術に対するスタイルというか意識を貫こうとした結果、そういう境地に、主張りでよく言うじゃないですか。だから最初はその一般的な映画作りのやり方を学んで、そこからだんだんこう破って離れていって独自の境地に至ったっていうのが分かりやすい説明かなとは思います。なるほど。もう全部それは分かった上で、これじゃもうありきたりだから他で行こうみたいな、これでも全然映画として成立するでしょうみたいなことをちょっとね、そういうなんていうかユーモアのある人というか開逆的なところがある人なので、こう煙に巻くようなことをよくインタビューでも言ってるんですけど、だからそれがやっぱだから癖になっちゃう、ね、そうですね。僕なんかはそうでしたね。じゃあ映画を見てきた、あるいはテレビドラマとかでそのハリウッドの文体文法の映画を見慣れてきた人だと、よりその小津さんの、撮り方っていうのは新鮮に感じるんですかね？そうだと思いますね。僕はまさにそうでしたね。大してその当時見てたわけではないにしろ、初めて見た時になんだこの変な映画はっていう風に感じました。やっぱその変さって、このよく語られることですけれど、なんかその撮り方、そのなんか物の置き方とかが相当変わってるってよく聞くんですが、あれは何が変わってるんですか？例えばよく言われるのだと、カメラのポジションが低いとか、そのカメラのポジションが低いと何がいいかっていうと、そのアングルとしては水平なんですよね。単にカメラをこう低くして水平に撮ると直線が生かしやすい。画面の中の例えばその当時だとこう襖とかの線、柱とか襖とか、あとは欄間とかの縦横の線がまっすぐに映ると、その画角を変えたりアングルをこういじったりすると線が曲がっちゃうんですよ、カメラのその機械的な属性の関係で。そういう意味では構図を安定させるためにはローポジションで、しかもカメラを動かさない固定カメラにするっていうのは確かに理にかなっていると思います。なんか和室とすごく相性がいい撮り方をカメラでというふうにもよく指摘されますよね。日本人のその生活空間とカメラの位置っていうのは非常に相性がいいんだというような、畳に座ったこの日本人の生活を、この技法はじゃあそうなるとなんか真似がされ続けて、それがスタンダードになってもいい気もするんですけど。そうなんですよね。真似をする人はいっぱいいるんですよ、なんだけどやっぱりどこかこうまがいもの感が出てしまうというか、小津をやりたいのねっ
っていうのは分かるんですけど、でも全然違うってこと言われちゃうんですよね。あれは全然オズじゃないとか、カメラのレンズがオズは基本的に 50mm のレンズを使ってたんですけど、50mm ってちょっと望遠気味だから今それやろうと思うと結構この引きを取らなきゃいけないと、すごい贅沢なセット作りをしないといけないで、普通そのロケーションで例えば屋内撮ろうと思ったらそんなレンズ使えないので、だから同じように再現しようと思ったらその一個一個の条件を揃えていくのって非常に大変だし、おっしゃったようにその小物の位置を1センチ単位で1センチ東京寄りに、いや行き過ぎだから5ミリ大船寄りに戻せとかっていうのを何時間もかけてこうセッティングして、その上で俳優さん入れるみたいな贅沢なことは今ちょっともう物理的に難しいっていうのもあると思います。これいきなり評価されたんですか？結構時間が経ってからなんですか？オズの作品っていうのは。海外も含めた評価だと死後徐々に高まっていますよね。ゴッホみたいなこと。そうですね。じゃあ続いてのポイントは伊藤先生何でしょうか？はい、家族という普遍的なテーマ。演出は本当にこう独創的というか革新と言ってもいいかもしれませんが、テーマは普遍的なんですね。そうですね。それがやっぱり一つの売りかなというのは思いますね。つまり誰が見てもそこで起こっていることは分かるし、場合によっては共感できるということをちゃんとエンタメとしてやっておきながら、そういう技法的な面では独創的なことをやるというので、娯楽と芸術性を見事に調和させたというか、高いレベルで両立させた監督だと思ってます。なんか例えばその有名な東京物語だと、両親年老いた両親が、子供の家に、旅行にそうですね、尾道から広島の尾道から東京で暮らしている子供たちのところに旅行に、遊びに来るというか来ますね。行ってでも行った先でなんかちょっとこう肩身の狭い思いをしたりとかするような物語だったと思うんですけれど、小津監督は他にこうどんなものを例えばどういう話を撮ってるんですか？でも基本的にはその親子の話なんですずっと、あるいは家族の話、でもっと言うと娘が結婚する話を何度も撮っているということで、例えば原節子さんという有名な女優さんを初めて使った晩春という映画も、その原節子が演じる娘が結婚するかしないかみたいなのを巡って2時間近く展開する話だし、爆笑もやっぱりそうで、原節子が誰と結婚するのかっていう話だし、東京物語はそういう意味ではちょっと毛色が違って、もう結婚してて、でその夫が戦死しているという状況で、義理のその両親は再婚を進めてくる。でも自分はもう一人でこのままやっていくんだみたいな、そういうところは描かれてましたが、基本的にはそういう家族の話だし、娘が結婚する話が多いですかね。戦後ですね、特に戦後は。これ家族の話が作りたかったから新しい技法に行ったとか、あえてそのバランスを取ったっていう考えはある。僕曲とか音楽ってマニアックな歌詞とマニアックなメロディーだとあんま商業的じゃないですよ。もうマニアックな曲になっちゃう。やっぱどっちかポピュラリティがあることによって、でも両方ポピュラリティすぎるとありきたりになっちゃうから、独創的なものとポップを混ぜることでやっぱりヒットするというか、受けるってなると、今この独特の技法と普遍的な家族っていうところがすごく独自性もあって、市民権も得れるには。そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。その相性もすごく良かったんだと思いますね。そのテーマと技法的な面の、どっちかが先、例えば技法こういうことやりたいからこれでマニアックな話だと誰も受け入れてくれないなみたいなことから、プロデューサー的に風の話になったのかもなって勝手な深読みなんですそうだから小津としてはやっぱり家族を通してさらにこう究極的には人間をどうにか描きたいということは結構いろんなところで言っていて、その時にその人間を見つめるための、じゃあカメラの位置っていうのはどこなんだとか、そっちが先だ。なるほど。ことはあったかもしれない。それこそね、その辺の実際のところっていうのは推し量るしかないんですが、技法は常にその内容と関係してくるので、普遍的なテーマだからこそなんか撮り方変えるのなんか。なるほど。いいね。そこがマッチしてたから今もずっと見続けられるっていうのは私考えたことなかったですね。音楽はそういうのは結構あるなと思いながら、一応専門家だからそこら辺を意識するんだけど、言われてみるとそうだなって思いました。で、小津監督が撮っているその娘の結婚と、父親とかその家族っていう構図で、ともすると
日本的なあるいは家父長的な、価値観っていうところにもつながりそうなんですけど、でも海外の人にもその家族というパッケージはすごく共感される部分が、そうですね、文化を超えて愛されてるのはどうしてなんですか？おっしゃる通りでね、オズ映画っていうのはそういう文脈で、つまり家父長的な家族をそのまま描いてる、描いてるんじゃないかっていう批判も受けがちで、一方でよく見るとオズ自身ももうすでに批判的というか、それに反抗する女性、あるいはその女性の主体性みたいなの、だけどでも最後は結婚に絡め取られてしまうっていう、その現実をなんていうかな、ある種の定念を持って描いてるっていうところはあると思ってます。だから全肯定してる、だから家族っていいよね、結婚っていいよねっていうスタイルじゃなくて、少なくともその同時代のドキュメントとしてこういう制度の下で人間が生きていたっていう記録にはなっていて、でちょっと話それちゃったんですが、海外の方がじゃあ見た時にどう感じるかなんですけども、僕もベラルーシって国で一回オズの上映会に立ち会ったことがあって、ちょっと解説役で参加したんですけども、その時には会場の方はすごく満足されていてっていうのが伝わってきて、でその上映後のコメントを求めた時も自分の両親のことを思い出したっていうことはおっしゃっていて、でそれこそ東京物語だと自分がじゃあ両親に何をしてあげたかということを考えて恥ずかしくなったっていうようなことを現地の方がおっしゃっていたので、やっぱり何か今海外の方が見ても届くものがあるんだっていうのは感じました。文化が違う人の中でもやっぱ生まれ持った家族とか人間関係ってものは共通するものがあるんですね。かなと思ってますね。それこそね、レオさんのこの本も読ませていただいたんですけども、ありがとうございます。結構その家族の話が前半中心を占めていて、夫婦とか家族ってやっぱりいろいろあるじゃないですか、いいことばっかりじゃないし、まあもちろん悪いことばっかりでもないんだけど、でも人によってその辺の距離感っていうのはもちろんいろいろあって、でそういったこう人である以上は家族、あるいは家族的なもの、血縁が血のつながりはなくてももう何かしら人と関わっていっていかなきゃいけないし、その煩わしさとか喜びみたいなものって、まあ、誰もが分かるというか分かる素地を持ってるテーマなのかなとは思います、ね。やっぱりこう家族っていうものを見つめる中で、その問題意識も今の、状況もしっかり見つめて描いたっていうことなんですね。そうですね、では続いてのポイント、伊藤先生お願いします。はい、古くて新しい映画。これはどういうことですか？やっぱり古い映画ではあるんですよね、オズはもう没後、去年がちょうど生誕120年没後60年の記念の年だったんですけども、まあ、古典と言ってもいい映画としては古典に属するんですが、同時に今見ても新鮮さ新しさがあるということで、この古さと新しさを両方兼ね備えた作品だからこそ今もこう受け継がれてる。古典ってまあそういうところがあると思っていて、古さの中に新しさがあるみたいな感覚を僕もオズ映画に感じていますと。で大丈夫ですかね、お時間。もちろんです。ちょっとそれを象徴的に表しているセリフがオズ映画の中にあるので、よかったらお二人にやっていただきたいなと思って、用意しています。ありがとうございます。手元に、1950年の宗像兄弟、そうですね、宗像姉妹と書いて、宗像兄弟と読ませる、当時は結構姉妹っていう風に書いて兄弟って読ませることはそれなりにあったんですが、そういう作品ですね、の中で、この映画の中ではそのお姉さんを田中絹代さんがやっていて、妹を高峰秀子さん、両方とももう日本映画昭和を代表する大女優ですが、この2人の姉妹がちょっと考え方が対立していると。妹としてはなんていうかな、最新の流行にこうキャッチアップしていきたいっていうタイプで、お姉さんはまああえてこういう言い方をすれば古風な、そうこのやり取りの中でも出てきますけども、京都でお寺巡りするのが好きだったりっていう、そういう女性で、この姉妹の間でちょっと口論というかに発展するシーンがあるんですけども、そこから抜粋してちょっと1950年のそのセリフだもんね。そうです、1950年の。じゃあちょっと長セリフは専門家に任せて、俺じゃあまさかの俺が妹役やるよ。じゃあ私が姉役をお願いします。姉、ねえ、あんたの新しいってことどういうこと？どういうことなの？お姉さん、京都行ったってお庭見て歩いたりお寺回ったり。それが古いことなの？それがそんなにいけないこと？私は古くならないことが新しいことだと思うのよ。本当に新しいことはいつまで経っても古くならないことだと思ってるのよ。
明日古くなるものだって今日だけ新しく見えさえすりゃ、あんたそれが好き？哲学的なセリフをスッとこう入ってくる映画ですね。はい、ありがとうございました。ちょっとすみません、レオさんのセリフ短すぎましたね。いやいや、もう僕にとってはだいぶ長文でしたけどどうですか、すごいですねこれなんか。そうですね、だからこの本当に新しいことはいつまでたっても古くならないこと、あるいは小津自身は永遠に通じるものこそ常に新しいということを言っていたらしくって、それとも呼応しているようなやり取りだと思うんですが、やっぱりその俳句でいうと不易流行というか場所的な、その変わらないものこそ新しいっていう本当の新しさって難しいんですけど、秋元康さんも、作詞する時におにゃんこクラブと AKB の時も基本的な図式が一緒だと、ワードが時代によって単語が変わってるだけで人間関係で変わらないんだって、なるほどなというふうに思ったけど、よりもっと歴史のあるですよね。いや、このこととかなのよのよってこの繰り返される特徴的な部分、そうですね、そこはリズム作ってるっていうのもありますよね。やっぱ自分で読んでみると、こんなに口語と離れた言葉なんだなっていうのが面白いですね。読み方すごい小津映画の雰囲気、レンゲさんの読み方からは伝わってきましたね。ありがとうございます。いや、ちょっとまだまだ僕のところから感じてもらうすいません、ちょっと短すぎて。いやでもそうね、だから独特なんだね。そうなんですね、このセリフもね。そうですね、小津弁とか呼ばれたりします。小津弁ということで、あっという間に、授業終了のお時間なんですが、1個見るなら何ですか？いや、何から入れるんですか？カラー映画がいいと思いますね。彼岸花とか58年最初のカラー映画、これすごいコメディ要素もあって楽しく見られると思います。彼岸花、はい。1.5 倍速で見たら絶対怒られるパターンですか？いや、できれば当倍がいいと思いますけど、見ないよりはでもね、僕はそんなに割と寛容というか、見ないよりは倍速でもいいと思ってます。そうね。この話を聞いてまさか 1.5 倍速で彼岸花を見ていいですかっていうのはちょっとなかなかレオさんも確信派だなと思いますが、いや何度も心が折れたから、そのテンポ感で1回でもそれでも頑張ってみようかなって時、でも1回頑張ってます。伊藤先生、お知らせはありますか？はい、ですね、2年ほど前に本を出して、はい、今日私たちの本を、はい、ちょっと差し上げようと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ？仕事と人生に効く教養としての映画という本。うちにあります。本当ですか？そうなんですか。すごい。そうだったんですか。伊藤先生の本。そうだからなんかこの本があるから声かけていただいたのかと思ったら、なんかさっきほどのスタッフの方も、初めて見ましたみたいな顔されてて、関係なかったんだと思って。はい。じゃあちょっと改めて。で今次の本をまた PHP、研究所から出すべく用意をしているんですが、今度はね、リーダーシップと映画という切り口で進めていますので、また本が無事出た暁には読んでいただきたいなと。ぜひまたいらしてください。コネクトゼミナール43時間目の講師は、伊藤博則さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コネクト。
コネクト。伊藤博則先生のオズ論面白かったですね。いや 1.5 倍で見るのをその許してくださる感じも含めてそうですね。まあ許すっていうか、まあレオさんがどうしてもって言うんだったらいやと思いますけど、何度もチャレンジしてるのよ、ビデオテープ時代に、はい、で今俺まだデジタルサブスクみたいになってるところで見てないから、それだったらギリギリ、いやもう親父の勧めてくんのがもうマニアックで有名な市民権とかさ、ブリキのなんかそうもうなんかでも市民権はなんかドーンとして面白かった。なんかもうとにかくなんかスペクタクルなねセットって感じで、ブリキの太鼓とか何が言いたいのか最後まで分かんなかったからね。いやでもじゃあオズ見ましょう。あれが分かる男になりたいんです。そうですよ。俺一時期劉智秀を小津安二郎だと思ってた、全部出てるしみたいな。時刻は4時32分。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から臼井弘子さんお願いします。はい、首都高速は4号の上り幡ヶ谷付近、乗用車と軽のトラックの事故、左側車線で処理中で、今中央道に1キロほど渋滞伸びて合わせて7キロ、1時間前後です。高速道路は外環自動車道の外回り戸田西で3キロ半、反対の内回り外環三郷西で2キロ半、草加で2キロ、いずれも10分ぐらいです。埼玉県内は16号春日部市南中曽根交差点付近、故障車処理中で1キロです。神奈川は246の上りつくしの交差点付近の事故、処理終わりました。新たに国道1号の下り保土ヶ谷駅東口付近、トレーラーの故障車1車線規制で渋滞で出始めです。
千葉県内の船橋市内笠間町付近の故障車も移動しています。警視庁から以上です。臼井弘子さんでした。次の交通情報は5時24分頃にお伝えします。続けて今日この後のお天気です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。よろしくお願いします。関東地方は北風が強い状態が今夜いっぱい続きそうです、で明日も結構北風が強いと思います、で山沿いは夜まで大雪に警戒していただければというふうに思います、で明日の朝の気温、東京で2度くらいとなりそうです、今朝よりはちょっと高いんですけれども、結構冷えるとは思います、で明日もよく晴れて最高気温は11度くらいとなるんですけれども、週末もまとまった雨はなくて空気がカラカラの状態というのが続きそうですね。そして早くも桜の開花予想が出ました。1月ですね、まだそう1月なんですけど、そうなんです。多分早いよね、いつも。いつも早い、そのくらいに出るんですけど。そうなんです。一応今のところ、今のところ3月20日です。毎年聞きます。それ早いの？毎回早い、ちょっと早い。早いのか早いのか。極端に早い感じじゃなくて、なんでそう思ったよりそうだね。卒業式過ぎてるぐらい。そうですね。だから暖冬なんですけど、暖冬なのでちょっと早めではあるんですけど、まだその3月がどれだけ暖かいかっていうのが予想しきれてないので、ちょっとだけ早いぐらいにしてあるっていうところなんですね。この暖冬は貯金になってるんですか？暖冬はいや、あんまり暖冬すぎると、あれ遅くなる。そうなんです。桜がちょっと目覚めにくくなっちゃう。慣れちゃって。ちゃんとそうね、寒いって感じないとダメ。グリーンガムのミントと一緒だよ。なるほど。そうですね。刺激が強くなっていかないということですね。でも花見ってちょっとね、ダヴィンチしがちじゃないですか。長谷部さんのダヴィンチが桜、お酒って感じで、いや教訓としては雰囲気に流されて勘違いはしないようにしようと思いました。レオさんが遠い目をしてますね。若い子だったな。勘違いしてない。だって一緒にお酒飲んでた。黙ります。はい、ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。この後は協会憲法プレゼンツ元気にコネクトです。ここからは協会憲法プレゼンツ元気にコネクトコーナーです。協会憲法さんの提供のもと、健康にちなんだメッセージの紹介や専門のお医者さんを招いてのトークを通じ、みんなで健康についての意識を高め、より元気な明日を目指す企画です。今週も先週に続き、ストレス解消リラックス方法をテーマにお送りします。
お話を伺うのはフィジカルトレーナー中野ジェームズ修一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はストレスと疲労をためないための生活習慣を教えていただきます、はい、まず朝起きてどんなことを心がければいいですか？はい、朝起きた時に体がどういう状態になってるかっていうのをちょっと確認をしていただきたいんですけども、はい同じ姿勢を長時間続けていたわけですよね、寝るということは。そうですね、そうすると、寝方によっても違うと思いますけども、首周りが張ってるとか、または腰周りが張ってるという状況が起きると思います、なぜそう凝ってるのか張ってしまうのかっていうと、筋肉を動かしていないからなんですね。筋肉って動かすことによってその疲労物質だったりとかいろんな血液体液が流れていくわけですけども、ずっと止まっていたことによってその疲労感っていうのを感じてしまうんですね、なのでまずはよく皆さんやると思うんですけども、伸びをする、猫の朝起きたらこう伸びるじゃないですか、ぐーっと筋肉伸ばすってことは筋肉をぐーっと一回伸ばすんですね、でそこから力をストンと抜いてあげると、そこから筋肉が一旦緩むので、そこで体液が流れるんですね、なんで朝日を浴びて伸びをしましょうってよくドラマとか出てきますよね、CM とかであるよ、カーテン開けて伸びをする、あれって本当に意味があることなんですよ。猫や犬や動物たちは無意識的にそれを行うんですよね、なので朝起きてすぐこう出かけようではなく、一旦カーテンを開けて伸びをしてでリラックスでまた伸びをしてリラックスってことをすると、朝から少し元気に体が動かせると思います。でやっぱ明るい時に起きるってのがやっぱ大事なのかもね。大事ですね、逆転しちゃうこともあるけども、朝日浴びて伸びをする、いきなりやるとね、そこでバキバキってなっちゃうからゆっくりやらないですよね、こうバキバキバキって伸ばした時、音がしたりとか、肩凝ってる時、ゴリゴリなんか音が聞こえることがあるんですが、これは何の音なんですか？それよく質問されます、動かした時にゴリゴリして痛みがあれば、必ず病院で見てもらってください、痛みがなければほっといて大丈夫です。骨の上に腱が乗っかってるんですけども、その腱を弾いた時の音なんですね、なんでギターの弦を弾くみたいな感じと同じような状況で、弾いててその乗り越える腱が骨の上を乗り越えた時に出る音なので、それで腱が壊れてしまうこともないので、全然それは気にしなくて大丈夫です。音を鳴らした方がいいとかいうわけではないわけではないです、この私たち放送中昼間の間座りっぱなしなんですが、特にレンゲさん毎日ですからね、結構大変ですよ。毎日3時間半、基本的に座りっぱなしで働いてるんですが、デスクワークの方はどんなことに注意したらいいですか？まずはですね、筋肉を動かしていないので体液がずっと溜まってしまっている状態なんですね、特に足むくみませんか？むくみますね。そうですね、飛行機乗ったりすると足むくんでますよね、あれはその体液が流れていない状態になっていきます、人間の血管って筋肉の中を通ってるんですね、ってことは筋肉を動かしてあげれば血管が刺激されるので、下から体液がグッグッと押し出してくれるんです、でこの筋肉を動かして血管を押すっていう作用のことをミルキングアクションっていうんですね。ミルキングアクション、乳搾りの動作に似てるので、なんで足の筋肉、足って第二の心臓って言われるじゃないですか、体液が全部下に下がってしまう、そこから体液が上に上がってくるのって、足に心臓があるわけではなく、足に筋肉という心臓があって、そこを動かしてあげると血管を押し上げて体液が上に上がってくるっていう循環のシステムが生まれるんですね、なのでデスクワークの方は30分座ってたら一旦立って3分間その場歩きをする。その場歩き、やっぱ動かしてるってことは大事なんだよ。大事ですね。でこう仕事中にそれ一回立って30分立ってやると、仕事の生産性が下がるんじゃないかっていうこともよくおっしゃる方いるんですけども、その間に仕事したらいいかもしれない、なるほど。確かにデータを取ってみると集中力が低下をしてくるんですけれども、仕事自体の生産性は上がったっていうデータがたくさん存在するんですね。そうだよ、集中できる時間がどれだけあるかですよね、ですのでぜひ仕事をしている最中に足を動かすことをしていただけるといいと思います、だからラジオも曲かかってる時は立ち上がるっていうちょっとさ、そうですね、内緒の話だけど、曲がかかる時は立ち上がるみたいなことで
リスナーの方もね、そういうタイミングがもしかしたら同じ環境としていいかもしれない、はい、なんかこう音楽に乗るみたいな感じで立ち上がって聞くっていうのは良さそうですね。そして夜やっぱりお風呂に浸かった方がいいんですか？使った方がそれはいいですね。でなかなかこう忙しかったりとかで難しいと思うので、お風呂の入り方も実は疲労回復に効果的な入り方っていうのがあります。入り方がある、これはアスリートもよくやってる方法なんですけども、交代浴って聞いたことありますか？なんかこう熱いお湯とぬるい お湯をこう交互に入るみたいな、銭湯だとそういう、浴槽があったりするんですけど、家だとちょっとそうなんですよね。交代浴は今おっしゃっていただいた通り、温かいのと冷たいのを交互に繰り返していきます、で冷たいところに足を入れたりとかすると血管がぐっと収縮します、で温めると血管が拡張します、これを繰り返し行うことによって循環をさせるんですね、で水風呂ない時はですね、家のシャワーで水でもいいので足の部分を水かけていただいて、でそのままお風呂に入るとか、またお風呂なかったら温かいシャワーをかけていただくだけでも大丈夫です。足元だけ、そこ桶とかね、桶とかに足だけつけるということで、冷たいのもいいですね。でその時のポイントがあってですね、冷やしてる時間の倍の時間を温めなきゃいけないんですね。例えば冷やしてる時間を30秒あったら温めるのは1分、冷やしてるのが1分だったら温めるのは2分とかっていう風にして何度も繰り返していくと、だんだん疲労が回復されていきます。これは冷たい方がいいんですか、それともぬるい方が、どっちがいいんですか？温度差。冷たい方がいいです。冷たい方がいいです。しっかり収縮するので。私この交代浴って方法を、もちろん学生時代に勉強するんですけども、自分で実験してみようと思ってですね、ウルトラマラソンに出た時があってですね、100キロ走るんですよね、ウルトラマラソン、でその時にもう足が疲労してるわけじゃないですか、で試してみようと思って、左足だけ、交代浴やったんですよ、で右足やらなかったんですよ、すごいですね。で次の日足どうなってんだろうと思ったら、やらない方の足がもうパンパンに腫れてて、やった方の足はすごいすっきりしてるんですよね。こう当たり前なんですけど、こういうことなんだって分かって、なんで普段から本当に実践していただけると、それだけで疲労回復っていうのは促されると思います。先生、自分の記録をもう犠牲にしてまで実験してください。でも本当面白かったです、ちゃんとやるとこんな違うんだなとそう感じたので、ぜひやってみてください。これがちょっと試す価値ありですよ。これもね、なんかシャワーだったらやりやすいですね。そうですね、できれば水風呂があるところだったら一番ベストですけどね。そして寝る前はどういう注意点がありますか？そうですね、寝る前はよく皆さん携帯を見たりとかするのはあまり良くないですよとか、多分いろんなことを皆さん考えられると思います、で夜寝れなくなってしまう時っていうのはどういう時なのかっていうと、多分いろんなことを頭の中で考え始めてしまうんですよね。そうですね、今日の仕事の内容だったりとか、明日どうしようとか、考え始めてきてしまうと、やっぱり交感神経が優位になってしまって眠れなくなってしまう、じゃあどうしたらいいのかっていうと、要は例えばそこで寝ようっていうふうにしてると、意識が寝なきゃっていうところに行ってしまうじゃないですか、なんで思考を違うところに持っていかなきゃいけないんですね、例えばストレッチをするとか、なるほど、するとストレッチを次どういうふうにやろう、何しようって考えてることによって、明日の出来事、今日起きた嫌だったことっていうことに思考がいかないで、ストレッチをするっていう思考に行くので、そこから寝れるようになったりします。頭のストレッチも必要だみたいな感覚的にはそういうことかな。なるほど。なんでどうしようではなく、思考をそっちの方に持っていっていただけるといいと思います。それはやれてないな。そうですね。整理をしていこう。ということで、あっという間にお時間になってしまいました。2週にわたって中野ジェームズ修一さんにお話を伺いました。中野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。協会憲法プレゼンツ元気にコネクトでは、皆さんからの健康にまつわる川柳と
とにかく元気を出したい時に聴く曲、元気にコネクトソングのリクエストをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字でconnect@tbs.co.jp、 懸命に協会憲法係とお書き添えください。なお、過去の放送はポッドキャストで配信中ですので、元気にコネクトで検索して番組のフォローもお願いします。以上、協会憲法プレゼンツ元気にコネクトでした。コネクト。コネクト。ありがとうございます。今週もやってまいりました。はい。なんか今週が始まった気がするね。そうですね。終わっちゃうんだよね。コネクトも終わっちゃうんだよね。もう後半ですが、ここからは番組公式の LINE オープンチャットを活用したオプチャでコネクトコーナーです。LINE のメッセージをご紹介した方にも番組オリジナルのステッカーを差し上げますので、読まれた方は番組のアドレスconnect@tbs.co.jp までお名前住所をお書き添えの上ご連絡ください。それでは早速参りましょう。木曜はこちら、みんなはどうなのコネクチョン。他愛もない、でも答えの中に個性が出るようなクエスチョンを設定してみんなであれこれ話していくコーナーです。今日はこちら、食べ物に関するマナー、どうかと思いながらついやってしまうのは、これはね、昨日もコネクションのあれ見たよ。これはどうですか。4択。迷う4択です。まず言った方がいいんじゃない。1、ストローを吸いすぎてズルズル音を鳴らす。2、ケーキのフィルムを舐める。3、箸やスプーンなどを舐める。4、食べ物を落とした時3秒ルール適用で食べちゃう。これはね、私はね、認めたくないですが、家でですよ。家で、ケーキのフィルムは舐めます。食べ物を落とした時、水っぽくなければ食べます。3秒ルールで。ストローを吸いすぎてズルズル音も鳴らすこともあります。箸やスプーンなど、そうですね。まずスプーンでちょっとこう、なんだろう、いいよ、綺麗になっていいよ。舐めることもありますよ。すいませんね。最初見た時、いやいやそんな下品なことしませんよって、いやまあケーキのフィルムは舐めるかなって思ったんですけど、放送中考えていたんです。そしたら昨日のこの作ったなんだか鍋にあるおかず、スプーンでその昨日のおかずをじゃあ今日分ちょっとこうチンするために取って、取ったスプーンをペロッと舐めてからチンして食べたなって。すいませんでした。いや、なんか今なんか懺悔してる風だけどさ、家ではみたいなそんなことを言ってるけど、外だってどうだい。外でですか。俺はもう言うよ、やってるよ俺全部。外で外で箸やスプーン舐めますか。俺ね、まずそもそも俺今日あんまちょっと咳き込んでると説得ないかもしれない。俺今日体丈夫なのよ。ごめんね。いやでも基本レオさん風邪ひかないって決めてるんですよね。俺引退したから、基本的に風邪ひかないつもりなんだよ。たまに元気復帰する時あるんだけど、丈夫だから、基本はあれなのよ。3秒ルールとかもみんな3とかじゃん。俺単位が違う。俺3分ルールだから。例えば何がどこに落ちた時3分っていけますか。何でもいいよ俺。何でも。気持ちの問題は知らなかったら何でも食える。知らなかったら。お刺身でもいける。お刺身。豆腐全部いける。何の問題もない。でも洗ってもいいの。まあ洗っちゃダメってこと。洗わないでですか。洗わないでですかね。洗わないでか。リビング、家。まあでも今レオさんお外でっておっしゃいましたよね。まあでも、それが最後の、俺最後に美味しいもの残すタイプなの。中トロ、本マグロの中トロが最後の最後で落ちたら俺は食うよ。どこに落ちたらまでですか。いや俺フードコートも床でもいける。マジっすか。
それはちょっとやっぱ風邪ひいちゃいますよ。やめた方がいい。本当なんで今日なんそう咳込んでる。だからやっぱ考えた方がいいですよ。いやであと同時に俺さっき倍速で見るのをやめた方がいいですよ。自分の曲倍速で聞かれたら嫌でしょっていうのが質問がいっぱいあったのからしたらコネクト。俺全然気にならない。お好きに倍速でどうぞしたから。俺あんまり周りの人がストローでズルズルしてようか、スプーンで舐めよう何にも気にならないの。そうなると分かんないよね。自分がそれ嫌だと思ってない。まあそうですね。自分が嫌だとかこれやっちゃダメだなって思うから相手のいろんなところが気になるんですもんね。で俺結婚して妻がそういうのすごく正しいちゃんとしてる人だから、そこでボロクソに全部言われて今は基本はしなくなった。前世だ。そう前世のそうだから、基本は全部やっちゃうんだよな。3秒ルールなんてさ、だってさ自分が落としちゃったよ。ちょっとメッセージ行かせてもらいます。みんなはどうなのコネクション。みんなのメッセージ。美味しいって爆レオさんどうなのじゃなくてみんなはどうなのか。爆風スカンクさん、3秒ルールに1票です。実家は30秒ルールだったので3秒くらいならどうかなという気持ちも少ないですが、妻からは子供の前だけではやらないでと言われるので一応良くないらしいとは認識してます。渋々という感じですね。よっちさん、ケーキのフィルムを舐めちゃいますね。あの部分は不思議な力がありますよね。そうね。マロメタルさん、スタバのフラペチーノをよく飲むんですが、いつも最後の方はストローでズルズル言わせながら飲んでます。確かにフラペチーノ系は最後の方どうしてもズルズル言っちゃう。そうだよ、スターバックスでズルズル言わなかったら、グランデサイズショートしか飲んでないよ。あんなもんズルズルからがメイン。まあでもズルズル言わせないためにスプーンでこうペロってなんか食べたりするっていう、その残った方のこのシャリシャリしたやつ。だったらスプーン入れとけよって話なんだよ。いやだからスプーンありますよ、あそこのお店。なんかそうだね。それはグーのでもねな。はい、アンケート結果を発表します。40% の人がストローを吸いすぎてズルズル音を鳴らしてしまう、30% の人がケーキのフィルムを舐める、18% の人が3秒ルールで、食べちゃう、12% の人が箸やスプーンなどを舐める。これ何？これ以外でしょ？一切やったことないってこと言ってんの？嘘でみんな外向きの自分嘘ついてませんか？リスナーさんは裏切りません。本当？みんなはどうなのコネクションでした。俺は倍速で映画も見る。ねとお大事にしてくださいね。今風邪もいろいろ流行ってますしね。もう治ったんです。治った最後のところの喉がかゆいの今。あります。ということで今日のメッセージテーマ、あなたもダヴィンチしませんか？懺悔ってことね。はい、東京都武蔵野市のラジオネームちひろぽんさん、34歳女性の方です。ありがとうございます。私のダヴィンチしたいこと、高校が女子校で大学生になったら絶対にイケメンの彼氏を捕まえるぞと鼻息荒くして大学入学、モテたいの
の一心で本屋さんに並んでいる恋愛心理学の本や恋愛指南の自己啓発書を片っ端から読み、それを実践していたことです。1、2年生の時やってきて、成果は出ませんでしたが、ずっと2、30冊くらいの恋愛本が手元にありました。でも人の魅力は自分らしい時間を楽しんでいる時発揮されるものだと気づいて、その本たちは古本屋さんに売りに出しました。今はどんなことが書いてあったかほとんど覚えてません。さっきお二人が話していたこんなの初めてを言うと男性は喜ぶがあった気がします。はい、あったあった、そうそうそう、そうなの。初めて見たことない。すごいすごい、さすがセンスある。それモテようとしてないじゃん。モテようとしてる人の言い方じゃないんだよ、レンゲさん。すごい、すごい。いや、だからモテようとしてくださいよ。お願いしますよ。すごいすごい。しくじった。なんだそれ。コネクト。コネクト。コネクト。そうですね。合いませんね。入りました。お願いします。はい、時刻は5時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。木曜パートナー土屋亮です。ここからも曜日代わりの企画コーナー。木曜日はこちらです。クイズ企業努力。やってまいりました。企業努力が大好き私土屋亮が古今東西さまざまな企業努力をクイズでラジオの前のあなたに出題しますよ。レンゲさんより先にわかるかな。一緒にクイズを考えていただいて、さまざまな企業努力にコネクトし、心揺さぶられ興奮し感動して毎日をダヴィンチのように考えながら生きていきましょうよ。さあ今日取り上げる企業努力はこちら。シャープのプラズマクラスター掃除機のゴミ機能。掃除機です。シャープのというので、イメージしていただけたらと思います。国産サイクロン掃除機のパイオニアシャープさんなんです。強力ですよ。あちらのなんとか村がイメージあるかもしれませんけど、やっぱり国内だからこその手の込んだところをちょっと今日はお話をしたいなというふうに思います。こちらのシャーププラズマクラスター掃除機、いろいろ革新的な技術どんどんいろいろ詰め込んでいるんです。特に注目したいのが2011年に発売されたプラズマクラスターサイクロン掃除機 ECWX300 という掃除機でございます。言わずと知れたシャープさんの独自技術といえばプラズマクラスターイオン、放出しますよイオンを。でこのモデルにはさまざまな特徴があります。例えば吸引ファンが前だけじゃなく本体の後ろの部分にも設けた掃除機ですから、前で吸い込んで外から排気しますよね。そうですね。なんですけど、吸引ファンを後ろにもつけたんです。じゃあ前にも後ろからも吸って、あれ排気はどこに行くの？排気も後ろから出るんですけども、それで後ろからさらに吸引もしてる。どういうことでしょうか。皆さん掃除するとき窓を開けますか？どうですか？レンゲさん開けますか？開けますか？それはね、空気の入れ替えとかそういうことですが、そうですよね。夏はいいかもしれませんけど、冬寒くないですか？そうなんです。もう暖房がどんどん逃げちゃうんですよね。そうなんですよ。あと夜
どうしても掃除したい時にみんなシーンと寝静まってる時に窓開けたりなんかしたらちょっと音が、そうですね、気引けちゃうじゃないですか。ということで当時シャープさんの調査ではおよそ8割の人が窓を開けて掃除機をかけるということが分かっていたそうなんです。でその窓を開ける理由は掃除機を運転中に舞い上がるホコリを避けるため、高性能な掃除機は内部のフィルターがちゃんとしているので本体から出る排気は随分きれいになっているんですが、舞い上がるホコリ、掃除機の排気で舞い上がる室内の空気が原因ってご存知？そうなんですか？中から出るのもそうですけど、中にフィルターがあるからそうなんですけども、その排気する空気で舞い上がっちゃうんです、ホコリが。そうだったんですか。一回寝てたのを起こしてるってことですね。起こしちゃってる状態になってるんです。いわゆるハウスダストというものでございます。そこで窓を開ける人は結構いるんです。そこで本体のヘッド部分だけじゃなく、後ろの部分にも吸引口、吸引口をつけて排気で舞い上がったホコリを後ろの吸引ファンで吸い込んでしまおうという、空気清浄機はついてるということです、後ろにもということです。素晴らしい。でこの仕組みのおかげで掃除中も室内の窓を開ける必要がないと考えたわけでございます。でもね、今日これの話じゃないんですよ。でそのシャープさんのこの掃除機の特徴はそれだけじゃないんです、もう一つの大きな特徴が吸い込んだゴミを従来のおよそ10分の1まで圧縮するというゴミ圧縮機能ってのがあるんです。コマーシャルで見たことありますね。掃除機のダストボックスに吸い込んだゴミを圧縮するためのスクリューが設けられていて、電源を切るたびにそのスクリューがギュル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 って動いて、ゴミをダストボックスの下の方に押し合っていくという仕組みになっているわけなんですが、ゴミを圧縮することでどんないいことがあるかというと、それはもちろんね、ゴミ捨ての頻度が少なくなる、ゴミ捨ての時のホコリが舞い上がることも防ぐことができるという利点があります、素晴らしいですよね、ゴミを出す回数が少ない方がいいんですよ。そうなんですよね。そうなんです。さあ、このアイディア、もう今からクイズいきますからね、ちょっと考えてください。あるものを参考にしてゴミを押し込んで圧縮しているんです、問題です。サイクロン掃除機のゴミを圧縮する機能、何を参考に考え出されたでしょうか？まあすごくシンプルに、もうそのままゴミを圧縮する機能っていうことを私の日常にもあります。ていうか私にゴミを圧縮する機能がついているんです。ちょっと一応聞きましょう。あなたについてるのね。私にもついてます。こうやってなんかこのゴミ箱、大きめのゴミ箱を、ゴミがパンパンになってて、でももうちょっとこのちっちゃいゴミ箱のゴミも捨てたいときに、ゴミ箱の底でゴミ箱のこの上のゴミをギュッて押す。そういう圧縮機能。いやいや、そうですよ。それ圧縮してるんですよ、ギュルギュル。そう、それの機能を何を参考につけたかですよ。体調も悪くなりますよ。すいません。なんかこの写真がついてますね。この資料についてますが、なんかこのダストボックス、透明のボックスの中にこのスクリューみたいなのがついてるんです。でそれでギリ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 やるんですけど、逆にそれのもう絵面だけ見せちゃおうかな。これ形関係ありますか？このヒント。形はね、そこについている、そのスクリューにひだが。分かったよ。いい？もういけちゃう？はいもう分かっちゃった？もう分かっちゃいました。絶対いける？あれなんていうんだっけ？分かりました。はい、じゃあ行きましょう。サイクロン掃除機のゴミを圧縮する機能、何を参考に考え出されたんでしょうか？プール。違います。ちょっと待って。流れるプール。今さ、そのスクリューのところにひだがついてるってなってたじゃん、このギザギザみたいなやつが。流れるプールにギザギザって流れないわ。流れないし、大根のお尻やべえことになる。スルスルスルってこう上から降りてくる、ウォータースライダー。ウォータースライダーのようなものなんですけど、それにひだみたいのがボツボツがいっぱいついてるんです。ある動物の部分を参考にしたんです。
そんなことさっき言ってなかったじゃないですか。全然そうなんですよ。ギザギザいろんなものってさ、はい、今までもこの企業努力ヨーグルトの蓋が何かを参考にしたことがあるわけでしょ。そういうのありました。はい、その葉っぱの弾く感じというのを参考にしたみたい、はいはい、そういうことみたいにこのホコリが上手に効率よく圧縮されるために運びやすい、ホコリを後ろに運びやすくする、外に押し出す、ある動物が何かをする。何飼ってましたっけ家で？犬じゃない方です。じゃない方。さあ行きましょう。もう行きましょう。わかりました。の何かですよ。の何かっていうところまで言ってくださいよ。犬じゃない方の何ですかですよ。もう一回あれを見てください。肛門は関係ないんですか？こういうひだが肛門は関係ないごめんなさい、肛門はさすがにねクイズにしないです。しないか、はい、5時なら過ぎりゃいいとかじゃないですよね。そうか、はい、よく吐き出すんです。はい、じゃあ行きましょう。サイクロン掃除機のゴミを圧縮する機能、何を参考に考え出されたんでしょうか。レンゲさんお答えください。猫の舌。正解。よかった、プールからようやく来ましたよ。ありがとうございます。全然遠かったです。あれネイチャーテクノロジーって知ってますか？いや、ちょっと存じ上げません。生物模倣と言われる、先ほどのヨーグルトの蓋のそのハスの葉っぱもそれに近い、それと一緒なんですけども、自然界の動植物の構造、行動などを手本に商品や製品の改善を行う手法のことです。でシャープがネイチャーテクノロジーの研究開発を取り組み始めた2008年というようなところで、猫の綺麗好きなこっからいこうかな。掃除機のニーズ探しでたどり着いたニーズの一つがゴミ捨ての回数を減らすことで、吸い込んだゴミをコンパクトにしなくちゃいけない。そのニーズに見合う動物を探したところ、開発チームが毛づくろいしては、それをまとめて毛を吐き出す猫が行き着いたんですよ。自分の体をベロで舐めて、でそれで余計ないらない毛をそのまままとめてペッて出してるんですよ。猫は綺麗好きな動物で、舌をブラシ代わりとして体の隅々まで念入りに毛づくろいをしていて、猫の舌、犬の舌と全然感触違うんですよ。なんかザラザラしてますよね。そう小さな突起が喉の方向に向かって生えているのでザラザラしているんです。でこの独特な形状の舌が毛づくろい以外にも水を上手に飲んだり、獲物を食べるときに骨にこびりついた肉をこそぎ落とすのに役立っているということで、これを応用してだという。今までもゴミ圧縮ブレードあったんですけど、ブレードの表面に突起はなくてツルツルしていた、それを猫科動物の舌の構造を応用し、圧縮ブレードの表面に猫の舌のようなトゲ状の突起をつけたことにより、髪の毛をブラシで溶かすように吸い込んだゴミを鳴らすので、ゴミに含まれる空気が分離して体積が減少、また突起は圧縮方向に回転している時は引っかからずで、戻ろうとするだけに引っかかるので、戻ろうとする時だけに逆戻りも抑えられる。あれ空気を分離させてギュッとしてたんですね。そうなんですよ。知らなかった。こういうですね、ネイチャー系はいろいろシャープさんは頑張っておりまして、冷蔵庫、どうしたらシンプルに冷えるかってことも考えまして、そこで考えたやつはですね、ホタテの貝、波打っていることで閉まるときにしっかり閉まるってことになって、中の二重扉のところをそのホタテの貝みたいにすることによって省エネ機能が何十%か。ドラム式の洗濯乾燥機、マンタの捕食方法を使って。マンタの捕食、裏から見ると顔が可愛く見える、長い尻尾のある排水フィルターとかほこりいっぱいたまんじゃん、四角くなってるマス目みたいなの、あれ取りづらいじゃん、あれをマンタは自分の餌をこの絡まないように取れるようにする方式が、マンタの口を排水溝の形にしたら取りやすくなるんです。絡まなくて。マンタの口がだから洗濯機についてるってことですか？そう、マンタのエラの構造。エラ。そうそう。全部そういうのがですね、ネイチャーテクノロジーシャープで全部出てきますね。ちょっとこれは面白いですね。これは面白いんですよ。ヘアドライヤー。ヘアドライヤーはですね、鳥の羽です。鳥の羽。ツバメの
雨つばめの翼、これのおかげでドライ時間を約 60% カット。ほー、シャープですね。シャープですね。よかったよ。これなんか今日一番ダヴィンチですね。こんなにダヴィンチ頑張ってたのに今まで。いやまあ確かにこれもダヴィンチ、いやそういうことです。でもそういう生物構造というのはすごいいろいろありまして、本当にいろいろあるんですよ。蜂の巣とか、ミツバチの巣のところの、あそこが外敵が来るとミツバチが一気に集まって一瞬ブーって羽をやって高温にして相手を逃がすんですけども、それがなんでこんなに急に温まるのかっていうあの構造を使って空調を考えたりって今最新の技術だったいろいろやってるわけなんでございますよ。いやいや生物最高でございますよ。コネクトも何かの動物をヒントにしたらいいことができるかもしれない。なんだろう。長く続けるために僕昔言ってました。そう丸飲みだ。そう丸飲みずっと何もしないっていうぐっと我慢するってのもいいかもしれません。なるほど。まあだから何がヒントになるか何もしないとダメか。何もしないとダメ。そうなんですよ。はい。まあでもいろいろヒントっていうのはどこにでもあるぞということでちゃんといろいろ見ていきましょうというようなことでございます。さあこんな感じでいろいろクイズを出したいという企業も募集しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。詳しくは TBS ラジオの営業さんまでお願いします。以上クイズ企業努力でした。コネクト。TBS ラジオからお送りしているコネクト、木曜日は石山レンゲと土屋レオさんでお送りしています。ここからは今一押しの TBS ポッドキャストとあなたをつなぐポッドキャストコネクションです。はい、今週もですね第一ポッドキャスト、一旦ここにいます広報担当私土屋レオが今週でございますけども、今週もカンニング竹山さんとの旧知の中のコンビでございますから、今週も40分以上ありますから、CM ほぼなくて、だから前編後編で80分喋ってる。すごいです。贅沢なところですよ。まあ10年のやっぱ積み重ね、まあどころじゃないですけども、こんな感じでありますから、玉さんと来て、富山さんと来て竹山さんに来ましたから、僕まあいつ回ってくるねそろそろいやもう後回しになったなっていうふうな気がしますね。どうなるのか、楽しみでございますが、とりあえず竹山さんの回ぜひ聞いてください。はい、今回ご紹介するのは政治道楽です。TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者と選挙ライターの宮原ジェフリーさんが取材リサーチの成果を織り交ぜて趣味や道楽のように政治を語り合う番組です。マニアックな視点もあるんですが、今の政治ちょっと分かんないなという初心者にもとっても優しい番組でして、でマニアックな視点すごく面白かったのが、澤田記者の、参議院の食堂が美味しいっていう話、こういうこともいろいろありました。で、最新回では母悲鳴2023と題し、昨年亡くなった政治関係者の足跡を振り返っています。
今回お聞きいただくのはエピソード48政治ニューススペシャルです。澤田記者がリスナーさんから届いたなぜ派閥があるのという質問に回答します。自民党の中で、派閥と呼ばれる、ざっくり言うとグループですね。で、同じ政治的な、政策などを施行するグループでは一応あるっていうことになっている。厳密に言うと違う気もしないでもないが、メンバーを見るとということなんですけども、で、どう喋ればいいかな。いくつかグループがあるのと、まず会費が多分あるですよね。そうなんだ。で、あとはそのチケットで、派閥は派閥ごとに、政治資金パーティーをよくします。で、その派閥グループごとで、チケットを売って、そのお金を、派閥の運営資金に充てると。で、例えば選挙の時とかに派閥からもお金が出たりだとかっていうこともあると。で、その派閥ごとにトップがいて、その人を例えば党の要職だったり、あるいは大臣だったりっていうところに担ぎ上げるっていうことが一つのミッションというかね。ミッションの一つだったり、もちろん総理っていうのは一番上ですけどね。っていう感じですかね。あとはもちろん派閥の中で結構その横のつながりがあるので、そこでの人の融通もあったりとか、選挙の時に応援してもらったりっていうのも当然あるし、政策について学ぶっていう機会も当然あるということですかね。で、週に1回、毎週木曜日のお昼に派閥の例会というのがあって、それぞれの派閥が大体事務所を持ってるんですね。で、その事務所の中でお弁当を食べながら、その1週間あったことなどについて喋ったりとか、今の情勢について喋ったりとか、情報交換したりをしているというのが私の知る派閥ですが、あとなんだろうな。だからその自民党の派閥っていうのが非常に大きな意味を持ってたのが、そうか。中選挙区時代の話をしないといけないのか。そうなんです。今、選挙制度が小選挙区比例代表並立制というのが衆議院の選挙区なんですけど、つまり1選挙区あたり1人しか当選しないっていうのが96年からの。6年までなんですけど、それ以前は、一つの選挙区で複数人の候補者が、当選するということになりました。なので、各県ごとの、選挙区の割り当てがもっと少なかったってことですね。議員数ではなくて選挙区自体が少なかった。で、その選挙区あたり複数人の自民党候補が、出馬するということになりました。そうすると自民党同士での潰し合いになると。で、その場合に、派閥に所属していると、もちろんその派閥系の人たちが応援に来てくれたり、あるいはお金が、潤沢に使えたりなどメリットがあったっていうことですね。政治道楽をお聞きいただきました。やっぱ政治資金パーティーとか、キックバック、横領をめぐる問題で今本当に派閥って話題になってますよね。そもそもなんでそのパーティーはって思っちゃうのも素人としているけど、いや私もそう思いますし、派閥とかじゃねえだろうと思ってるところもあるけどね。でも本当にこういう解散したとか言われている派閥、そもそも何ですかっていうもうごく初心者的なこの質問にもお二人が細やかに答えてくれるので、本当に聞き応えのある番組ですね。なんかトークイベントとかも結構いろいろやってるしね。そうなんです、まずここからっていいですね。本日ご紹介しました政治道楽は毎週月曜夕方5時頃から配信しています。ぜひ各種ポッドキャストサービスでお楽しみください。以上ポッドキャストコネクションでした。
時刻は5時22分。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から臼井弘子さん、お願いします。はい、首都高速は4号線の上り初台を先頭にした渋滞12キロ、中央道の調布から1時間10分ぐらいです。高井戸の先では渋滞の中、乗用車同士の事故、左側車線で始まっています。また反対の下り線、高井戸で6キロ半外苑から40分前後です。外環自動車道の外回り戸田西で3キロ半10分、反対の内回り草加で6キロ15分です。雪で滑り止めが必要なのは上信越や東北方面などです。神奈川は国道1号の下り保土ヶ谷駅東口付近の故障車移動しました。埼玉16号の外回り春日部市南中曽根交差点付近は故障車の影響でこの時間も1キロの渋滞。警視庁から以上です。臼井弘子さん、ありがとうございました。次の交通情報は5時46分頃お伝えします。ラジオからお送りしてきましたコネクトエンディングです。明日のこの時間は金曜ワイドラジオ東京縁側、富山エリアナウンサーと玉袋筋太郎さんのコンビです。コネクト来週月曜のパートナーはパンサーの菅良太郎さん。3時からは缶コーヒー買ってきて、4時からは月曜から遊び話です。TBS ラジオでお聞きの皆さん、この後はネットワークトゥデイ、そして荻上チキセッションです。引き続き TBS ラジオをお聞きください。いやいや、告知していい？明日俺トークイベントがあって、土屋レオの2023年を振り返るってのを代々木でやるんだけど、チケットはもう完売してるんだけど、配信チケットがあって、テレビとラジオとライブの3部活で分けて、2023年にどういうことをしてたかっていうのを株主総会みたいに分析するので、コネクトの話も分析する。これは分析するとなんか違う、そういうんじゃないんだけど、まあいろいろそういうのもあるんで、よかったら配信チケット2000円で販売中ですので。ちなみにそれ何時からですか？7時半。私も実は明日1個お知らせいいですか？NHK のオンライン講座で電線鑑賞講座というものがありまして、それが夜7時から8時までの1時間で、今週と来週2月2日金曜日、明日26日金曜日の2週間にわたって私がオンライン講座をやるんですけど、前なんか一之輔さんのやつもなんかチケットあるよって言ったら、なんかここのオンラインのなんかチャットイベントがあるみたいなの言ってたよね、前も。1月11はこれはメンバーシップ、 YouTube メンバーシップコネクトのオンラインばっかっとんの。すいません、オンラインばっかやってるんですけど、アーカイブでもどっちでもいける。こちらもアーカイブもいけますから、ちょっとよろしくお願いします。ぜひね、よろしくお願いします。ということで今日のテーマはあなたもダヴィンチ、懺悔しませんかということで、お願いします。練馬区のラジオネーム練馬ノワールさん、69歳男性です。ありがとうございます。私は大学の頃、映画のイージーライダーの影響かオールバックに45度のメガネをかけていました。大学 3,4 年生になって就活もその格好で行き、当然のように20社くらい面接で落とされました。全く何を考えていたのか、そこでこの格好のせいかもしれないと思い当たり、床屋さんに行ってメガネを新しくしてやっとある商社に就職できました。あれから45年以上が過ぎ、私を落とした会社の大部分は今はなくなったり吸収されたりしています。結局この人生で良かったと思う今日この頃です。素敵な発想じゃないの。45度のメガネって何ですか？上にってことじゃないの？俺あんまりイージーライダーの映画わかんないけども、そっかレンズが2枚になっていてこうパカってなるやつ。そういうことかな。それとウルトラマンみたいに角度が40度で上がってるってことかな。そっか、角度か。そんなサングラスが上がるやつ45度って微妙に目見えてないから
それおかしいでしょ。いやなんか攻めてるなと思って。90度以上上げるでしょ。そっかそっか。40度。いい、はいはい、もうバイク乗る方のかっこいいやつだ。いやいやいいんだよ。そういうことで自分がそういうスイッチ入れるってのがいいんだよ。俺も白い花やってたらジェームス・ブラウンだから。へえ。石山レンゲ。つよちありがとうございました。また来週コネクトです。また来週バイバイ。